はい、こんにちは。違う。こんなすです。一富士、二鷹、三なすび、いつかはなりたい一なすび、VTuber のテレコなすです。よろしくお願いします。はい、今日もですね、昨日に引き続き、千連番歌の続きやっていこうと思います。よろしくお願いします。みくみんせみさん、大輝ありがとうございます。そして、こんなすもありがとう。ふんぜさんもこんばんは。よろしくお願いします。連日すいません。ありがとうございます。それではですね、前回の続きからになりますが、攻略順をね、どうしたらいいのかなと思って、誰からやってくっていう話なんですよ。なんかね、聞いたところによると、千年版かね、攻略順によって、すごいなんかこう、シナリオ評価が変わってくるらしいんですよ。なので、なんか推奨されてる、攻略順みたいなのがあるそうで、っていう話を聞いてね。一応その推奨されてる順番にクリアしていこうかなとは思ってます。ちなみにね、一番初めにクリアするといいのが、吉野ちゃんですね。友竹吉野。ケモミミッコ。あの子から攻略していくといいそうです。ので一応その方向で進めようかなと思いますが、なんですよね。進めようとは思ってるんですけど、結局選択肢次第なので、どうなることやらという感じ。もしね、違うキャラクターのルートに入っても特にやり直したりとかはしないので、とりあえず、ぼちぼち進めていこうかなと思ってます。ふんぜさん、まあメインヒロインっぽいしな。そうなんだよね。メインヒロインだからとりあえず一番初めにクリアした方がいいんだろうなとは思う。あさびさん、こんなすです。昨日は途中寝落ちしてしました。そうなんだ。通りで反応ないと思った。いや、大丈夫。昨日かなり遅くまでやりましたからね。ありがとうございます。遅くまでお付き合いいただいて。では、続きやっていこうかな。千連番歌、ゲーム画面に変わります。でも今、ゲームの音と BGM とごっちゃになってるね。BGM ですね。でもって、ゲーム画面。はい。では、本日、続きからやっていきますね。続きから。ロード画面だよ。これですね。はい。では、ロードして始めていきます。ご主人、朝だぞ。素晴らしい寝起きやね。もうそんな時間か。睡眠が足りてない。とはいえ、生活を正さないと。いつまでも友竹さんに心配をかけてるのは良くない。起きないと。なんか変だな。どうした？何が変なんだ？なんだろう、この違和感。特に背中がなんだかムズムズするような。別にかゆみがあるってわけでもないんだけど、昨日のなんか昨日確か水晶を拾ったんだよね。それの影響かなんかかな。どうだろう。バッと勢いよく後ろを振り返ってみる。なんかあんのかな。主人公がこの起こされ方に慣れてる。そうなんだよね。なんかもうあっさりしたもんなんだよ。羨ましいね。しかし、そこにはいつも通りの光景。住宅街から少し外れていることもあって、通行人は誰もいない。どうかしたのか、ご主人。なんだろうね。いや、羨ましいよね。いや、なんか妙な気配が。今、背後に誰かいたように思ったんだけど。まさか、幽霊とか言い出すつもりか。こんな朝っぱらからいや、やっぱりなんでもない。おい、微妙な反応のままにするな。余計気になるではないか。朝からそんな怖がっちゃって。大丈夫だって。なんか誰かに見られてるような気がしたんだけど、やっぱり気のせいか。これも睡眠不足のせいだろうか。無視をするでない。
村雨ちゃん、不憫な。あ、特に何もないんだ。ほう。おはようございます。その態度からすると昨夜はうまくいったようだな。そうそう、バッチリだったんよね。前回は確か、3回目の汚れ討伐に行って、で、飛びかかってきたやつを華麗にかわしてズバッと一刀で切って、終わりって感じだったんだよね。特訓の成果が出ましたっていう話よね。これもじいちゃんのおかげだよ。ちょっと危険なところもあったけど、体が反射的に動いたんだ。今までの鍛錬のおかげだと思う。ちゃんと意味があったのならよかった。いや、ほんと。慢心しちゃダメなんでね。勘違いしてはいけないのは、たまたま今回は決まっただけで別に強くなったわけじゃないだろ。それは自分が一番わかってるから。おごっていないのならばいい。では今日も始めるか。いや、いい師匠って感じ。いいね。よろしくお願いします。あ、といそうだ。う事情のようですね。この二人がそうだよ。朝からついていくって話してたんだ。最近放課後が遅いのもこういう鍛錬をしてるから。あ、もうバチコリ見られてますね、これは。だと思います。むしろ放課後の方はよりハードな鍛錬なのではないでしょうか。おっしゃる通り。どうしていつからこんなことをしてたんだろう。それはやはり力不足を感じたからだと思いますが。そうなんだよね。まあずっと隠れてやってたもんね。今だってどれくらいやってんだろう。1週間2週間ぐらいかな。あとは吉野様のお姿も。私？ああ、そうね。毎日舞を吉野踊ってる様のって話ね。舞の奉納や練習、そういった姿に感化されたのではありませんか。朝も寝坊ではなく、先ほどの鍛錬が押したりすることが多いのではないかと。とはいえ授業中の居眠りはそれは言い訳のしようがないと思いますが。それはそうだね。こればっかりはもう謝らなきゃいけないとこだよ。それでももう少し様子を見てもいいんじゃないでしょうか。やっぱまこちゃん優しいな。何よそれ。そんなのこれで友武さんの評価は多分上がってはいるんだよな。そうして俺が朝の鍛錬を終えて友武家に戻ると。わあ、誠に申し訳ありません。そんな。土下座が俺を出迎えた。なぜ土下座？土下座。勝手にだらけているとか決めつけたりして大変失礼なことを言いました。いや、それはね、主人公が黙ってたのが悪い。逆ギレされてもおかしくないよ。なんで黙ってたっつって。申し訳ありません。そう考えるとめっちゃいい子だね。なんかよくわからないけど、とにかく頭を上げてくれないかな。畳になります。おでここすりつけられちゃって。まさみさんこんばんは。こんなすでございます。よろしくお願いします。俺がそう言っても全然頭を上げてくれそうにない。困ったな。何これ？急にどうしたの？寝坊をしたり居眠りをしたりで気が緩んでいると吉野様が注意しましたよね。学校で言われたよね。友武さんの注意は当然で、謝られることじゃ、まして土下座なんて。むしろ俺が謝るべきことだよ。でもそれにはちゃんと理由がありましたよね。まあね。理由って言って、もしかして気づいてる？朝だけでなく放課後も鍛錬をされているんですよね。いや、もう完全にバレてんのね。密かに頑張っていたことが露見すると尋常じゃなく恥ずかしいな。それにしたって結局は自分の管理が甘かったってだけだよ。そうだとしても何も知らずに決めつけてしまったことを申し訳なく思っているんです。それで土下座までするかい？そう言われても。本当に頭が固いの。
もうちょっと融通を聞かせてもよかろうに。いや、そこよな。そこが吉野様の長所でもあり短所でもあるところでしょうか。うんうんうん。真面目すぎるのも考えものだな。本当に顔を上げてもらえないかな。全然気にしないでいいから。そんなわけにはいきません。もう顔を上げる気全然ないんだけど。友武さんが言ったことは正しいと思う。だらけるのは良くない。そういう気の緩みが大怪我につながるんだ。俺のことを心配してくれたわけだし、謝る必要なんて全くないよ。だからこれからもよろしく。ってことじゃダメですか？ダメです。ダメなんだ。即答で拒否。一向に頭を上げてくれる気配がない。参ったな。この償いは何でもしますので。なんでも？そんな大げさな。目玉焼きには醤油と言われれば醤油をかけます。涙を飲んでソースを封印します。めっちゃ嫌そう。どうなんだろう。これ主人公どんな反応するかな。それぐらいの覚悟です。どれくらいの覚悟？悲痛な声の割には随分と案外安上がりな覚悟だった。何でも言っちゃダメだ。あんまりにも屈辱的な醤油。いや、本人的にはもうクッって感じなんだね。卵焼きの砂糖だって封印してもいいと思っています。そこはね、もう一歩踏み込んだところなんだ。だから安上がりだって。頼むから顔を上げて、肩書きだけって話だけど、婚約者じゃないか。婚約者に土下座させる男なんてろくでもない。だから、償いとか言われてもな。日立さん。そんな子犬みたいな可愛らしい目を向けられても。助けて日立さん。面白がってないで助けてくださいよ。別に面白がっているわけではありません。面白がってないですか？ただ吉野様がこうなってしまうとてこでも動かないと思います。ってことはやっぱり何かしてもらわないとダメなんだ。何してもらうかな。そんな。なぜ謝罪されてる俺の方が脅迫されてるんだ？こうなったらご主人が命令を下すのが一番早いのではないか？命令いいね。お、メキシさんこんばんは。っしょい墓に埋没しに来ました。こんなすです。埋没しに来たというかもう埋没されに来たね。もう今日も死んでいってどうぞ。いっそおっぱいを飲ませてくれとか言ってやろうか。何かエロいことを考えておる顔だ。さすが村雨ちゃんよくわかってるね。バカお前、そんな失礼なことほんのちょっぴり一瞬しか考えてない。ほれ見ろ、やはり考えておったではないか。バレバレや。だから一瞬だけだって。だいたい変なこと言ったら日立さんが止めるでしょ。あら、この笑顔怖い。わかった。だったら一つお願いがある。とりあえず頭を上げて俺の話をちゃんと聞いてくれないかな。わかりました。それで具体的なお願い事とは？何をお願いするのかな。ちょっと恥ずかしいんだけど、なんだろう。ほほう、恥ずかしい願いなのか？なんだ。茶化すな。ちょっと気恥ずかしいってだけだよ。おっとまこちゃん、日立さんもそのオーラしまって。名前ね。下正臣呼び。いや、いいね。それいいね。お願いとは一体何でしょうか？さあどう出る？俺を認めてくれないかな。かわいい。認めるって
役者のことですか？主人公が可愛い。あすみさんも名前と思った？違ったみたい。まあ、そういうことも含めてかな。前に友武さんは言ったよね。押し付けられただけ、お互いうまくやり過ごしましょうって。ああ、そんなこと言ったんですか？それはもう冷たい表情で突き放すようにな。そこまで冷たい言い方はしてません。してなかった？吉野様。仕方ないじゃない。たたり神に近づけないためだったんだから。優しさではあるんだよね。下手に仲良くなったりしたら巻き込んじゃうでしょ。でも、もうそんな気遣いは必要ない。だからもう少し仲良く、せめて普通の友達ぐらいになりたいなって。今は普通じゃないですか？土下座してたやん、君。この程度のことで土下座までするなんて普通じゃないと思う。というか、友達なら土下座なんて求めたりしないよ。だからこういうのはもうなしにしよう。変な遠慮とかかしこまるのはやめて友達になりたい。それで一緒に呪詛を解こうよ。もう少しお互いのことを知り合えたらって思う。例えば料理をしたあの時みたいに。そうすれば今回みたいな勘違いもなくなると思うよ。というわけで、呪詛を解く方法を俺と一緒に探してください。それって結局今までと変わらないと思いますが。主人公が優しいというか可愛いな。主人公友達になってお互いを知り合うっていうのはとても大きな変化だよ。それはまあそうですね。険悪な雰囲気ですと疲れますから。まあまあまあ。吉野がそれを言うのか？空気を重くしていたのは一方的に吉野だったと思うがな。中野ソースさんこんなすです。いらっしゃいませ。フォローサンクス。いえ、こちらこそありがとね。真のヒロインは主人公だった。いや、主人公が魅力的じゃないとやっぱ物語がね、良くならないからね。かなりいいと思うよ。村雨かわいい。むしろアリチさんは頑張って話しかけていましたよね。そうなんよな。様、中まで。味方なし。あの険悪なムードは見ているこちらの方が疲れましたね。申し訳ありませんでした。もう一回土下座が？いや、昔のことは謝らなくていいから。それよりも今後のこと。俺のお願い、どうだろう。それは。ごめん、変なとこ触っちゃった。ダメかな？ダメじゃないです。今後ともよろしくお願いします。ちょっと不服そうですか？ごめんね、おやおや言わせちゃって。何もないよ、大丈夫だよ。良質なギャルやラブコメを主人公が魅力的な法則。いや、間違いないよ、本当に。ありがとう。なんとか認めてもらえた。とはいえ、まだまだ硬いな、友武さんの態度。まあ、そんな急に親しくなれるとは思ってなかったけど。まだ硬いの。お、村雨ちゃんが言ってくれた。普通じゃありませんか？まあ、誰にでもこんな感じっていうのはありえるんだよね。もう少し親しげな方が友達っぽいと思うぞ、我が輩。友達。まあ、その日立さんに対する態度ぐらいがいいよね。今の丁寧な口調をもう少し軽くしてみるのはどうだ？何とぞよしなに？何とぞよしなに。それではさらに硬くなっただけであろう。もっと軽く可愛らしく親しげに。お、いいね。ナイスアドバイス。好かれる理由がちゃんとある主人公はいいね。いい。人間離れしすぎてるのも良くないんだよ。若者が使う言葉があるであろう。なんだろう。若者ですか？可愛らしく軽く親しげに。可愛らしく軽く親しげに。可愛らしく軽く親しげに。
改めて言われると確かに困るかもね。よろぴくお願いします。よろぴくお願いします。かわいい。かわいい。よろぴくお願いします。ぷぷー。よろぴくって。よろしくをちょっぴり甘えた感じにしようとした吉野様なりの努力の表れだと思いますが。いや、可愛くてよろしいと思いますよ。それはなんとなくわかるんだけど、この地方では友達同士になるとよろぴくとかいうのが普通なの？いえ、私も初めて聞きました。初めてか。我が輩は久々に聞いたの。しかしよろぴくってコメントもよろぴくの嵐や。どうしよう。ここは俺も返した方がいいのかな。吉野様が踏み込んだ分、有地さんも歩み寄った方がいいのでは？そっか、そうだよね。よろぴく友竹さん。私も今後ともよろぴくお願いします、吉野様。いじられてはる。そりゃそうなるよ。笑った我が輩が言うのもなんだが、やめてやれ。本気で泣いておるぞ、それは。本気で？俺たちの関係は改めて始まったのだったかわいい、かわいい。いや、かわいい。洗練晩夏。素晴らしいね。今日は朝は友竹さんからかい？ 100 点がふよふよしている。ありがとう。服を着替え終えてリビングに顔を出したとき、友竹さんがトイレから出てきたところだった。おはよう、友竹さん。おはようございます。このムニュムニュしてるのかわいい。寝起き、お茶か何か入れようか。有地さん。気づいてなかった。おう。いつかのように自分の頬を叩く友竹さん。おはようございます、有地さん。おう、シャキッとした？だから硬いってば、ほっぺたを叩くまで気合を入れなくても。頬赤いけど大丈夫？大丈夫です。それに安心してください、うん、昨日ちゃんと調べたんです。友達の挨拶を調べた？致死量の可愛いを摂取。早い早い。あまりにも早いです、メンギさん。はあ、そうなんだ。いきますよ。どうぞ。有地さん、チャロかわいい。おです。チャロー。チャロー。チャローってなんだ？もしや、チャオとハローを組み合わせたものか。冷静に分析やめてあげて。そういうの流行ってるの？都会では流行ってるって検索結果に出てきたのに違うんですか？どうなんだろう。少なくとも俺は初めて聞いたかな、チャローって挨拶。自爆してる。なんて真面目に軽く親しげに可愛らしく。いや、真面目やね。見ないで、こんな私を見ないでください。もう嫌です。普通って何ですか？友達って何ですか？若さって何ですか？振り向かないことさ。振り向かないことではなくて、正解なんてないから無理しなくていいんだってば。すみません。なんという
私は今までにその普通の友達と呼べるような人はいなくて、どうしていいのか本当にわからなくて。そうか、日立さん友達じゃないもんね。主従関係だもんね、どっちかっていうと。まあ、普通の友達というのを言葉で説明しろと言われても、俺だって困る。とりあえず、土下座はなし。ほっぺたを叩いて気合を入れるのもなし。普段通り日立さんと話すときみたいな自然な態度でいいんだけど。それじゃあ、お、できる？おはようございます、アリツさん。ええやん。やっぱり18歳超えてるから若いノリが難しいね。若いノリ？今の若いノリだった。しまったな。ついていけなかった。おはよう、友竹さん。幾分言い方は柔らかい。ここからだ、打ち解けていくのは。ちゃんと友竹さんも歩み寄ってくれてるんだから、俺も頑張ろう。でも、その前に、なんか改まると、やっぱり恥ずかしいね。そうですね。とりあえず、俺もトイレに。そうです。待ってください。友竹さんがトイレの前に立ちふさがる。そこをどいてほしいんだけど。それはできません。どうしてだい？なぜに？だってそれはですね、私が使用したばっかりなので。ん？そこは察してあげてよ。さすがに。どうして分かってくれないんですか？少し時間を置いてほしいんです。かわいい。なるほど。と言いますか、さっきはトイレの前にいましたよね。もしかして音とかも？怖い。主人公急に怖い人になってんだけど。いや、それはない。友竹さんがトイレから出てくるのとほぼ同時に来たから。それならいいんですけど。そうですよね。一緒に暮らすってことはこういうこともあるってことで、音の装置買っておかないと。あれって別売りで売ってるもんなの？トイレの音のやつ。ジャーとか、サラ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 ってやつ。女の子だもんな。そういうのが気になるんだろう。なるほど。友竹さんの言いたいことは分かりました。でも無理。こっちもかなりギリギリなんです。軽快なステップを刻んでしまうぐらいギリギリだ。そこをなんとか。そこをなんとか。ひどい。俺は気にしたりしないから。私が気にするんです。いや、別に匂いとかしないと思いますよ。思いますけど、なぜだか恥ずかしいんです。光る、なる、デラックス乙姫。いや、子供のおもちゃが外に持ち歩けるやつもあった。そうなん、すごいな。今結構どこでもってことはないか。大きいショッピングモールとかだったらついてるかぐらいかな。気持ちはわかるけど困る。すごい困る。私も困ってます。寝起きのこの状況で我慢し続けるのは辛い。かといって漏らすわけにもどこかで適当に済ませるなんてわけにもいかない。いやもう本当にせめてもうちょっと。ちょっとってどれくらい？30分ぐらい？おお、長いよ。それはあまりにも長すぎる。絶対無理。妥協して29分では？1分。それ全然妥協してない。待ってください。せめてあと5分。それでもきつい。4分59秒。58秒でも、もしくは大負けして56秒とか。それ普通にカウントダウンしてるだけじゃん。その通りやな。この我慢プレイはなんだ。次から気をつけるから今回だけはなんとか。
友武さんを押しのけようとする俺。5章ですから、あと1分だけでも。5勝ときたか。すがる友武さん。朝っぱらから何をやっておるのやら。押し釜、そうだね、主人公の押し釜が始まってんだね、これ。昨日の今日でそんな濃いプレーをなさっているとは。アリチさんはド M だったのですね。まさかいきなり押し釜から入るとはな。射精管理ならぬ排尿管理。排尿管理。なんともマニアックなプレーですね。ご主人と両吉野方ともよくにとって聞くけどね。これが普通の友人関係か。はあ、恐るべし。漏れる同居って難しい。トイレ一つしかないお家。てっきりあ、でもお二人がそういうプレーをなさっているものだとばっかり。シャワーが2つあるんだからトイレも2つあってもいいよねって思うよね。友武さんの問題なのだが、まあそうなんだけどね。しませんよ。そもそもトイレを管理されるとか嫌すぎます。ちなみになんとか漏らすことだけは回避できました。思い出しただけでも股間がちょっと痛くなるぐらい我慢した。でもそうなんだよね。たまたま重ならなかっただけでもっと気をつけないと。トイレに入る際は誰も入っていないかしっかりと確認をしていた。でも使用後の直後とかそういう部分については全然考えてなかった。とりあえず音の装置を取り寄せておいて、マコ。切実って感じ。わかりました。そういう装置を買うってことは俺と一緒に暮らすことを前向きに考えてくれてるってことだよな。うん、自然とそんな風に考えてくれるのはすごく嬉しい。今更ですが、異性と同居って難しいですよね。気を使わないといけないことがたくさんあります。本当にそうよ。同い年よ。高校生よ。すごいよ。えらいことだよ。トイレにお風呂、あとお洗濯。ああ、そうです。アリチさんにお返ししておきたいものが。あ、そういえば洗濯お願いしてたね。何やらカバンの中を漁る日立さん。ありましたありました。これです。まさかお預けしてたあれですか。お、せつかさん、こんなすいらっしゃい。今日もよろしく。さっきね、友武さんとちょっと仲良くなって押し釜させられたところですね。18歳以上の学院生。いやじゃない。そうだね。その通りだ。あ、そうだね。高校生って言っちゃダメだね。学院生だね。学生だから。ハンカチの包みを取り出し、中を開いてみせる。あ、これか。なんだ。洗濯の話してるからパンツ渡されるのかと思った。こんな路上で。そこには先日のお祓いの時に山で拾った何かのかけら。これズボンのポケットに入っていましたよ。洗濯の時に気づきました。あ、入れっぱなしやったんやね。何ですかそれ。小さな何かのかけらで、ただの石かもと思ったんですが、念のために確認した方がいいと思いまして。結局これ何だったんだろうね。ああ、お祓いの時に拾ったんだ。そういえば拾ってポケットに入れたまま放置してたんだ。それはそれで、あんな尖ったものを入れて放置しちゃ危ないでしょ。そう、よく捨てないでいてくれたよね。ゴミにしか見えん。すっかり忘れてた。勝手に捨てないでよかった。お返ししておきますね。アリチさんにはそういう石を集める趣味が？石を集める趣味。いや、そんなことはないんだけど。さすがに路上でパンツは吉野ちゃんじゃあるまいし。いや、わかんないよ。なぜだろう。目が離せず見つめてしまう。光にかざすと向こうが透けるくらい透明度は高く、その中心にはうっすらと白い、霞がかかっている。それ自体は特に変ではないのだが、拾った時と同様意識を引き込むような不思議な感覚。不思議と目をそらせない。ん？
かしたか？いや、大したことではないのだが、その石から妙な気配を感じてな。村雨ちゃんは知らないんだね。妙なってまさか危ない気配か？持ってる人間を呪ってしまうような。にしては綺麗なんだよな。まさかそんな。このかけら自体に大した力はない。触媒そ的な。れは間違いないのだが、何か他に気になることが？少しほう、ご主人の気配に似ておるような。なんでだ？それに気になるのは、それを拾った場所だ。もしかしたらこの妙な気配にたたり神が関係しておるかもしれん。ほう、そんなことを言われたら気になるな。どうすればいい？もし関係あるなら捨てるのはまずいけど、このまま持ってるだけじゃ。やはり駒川のものに預けるのが一番ではないか？ほう。そういえば汚れについての知識もあるって言ってたな。そうですね。それがいいと思います。他に適した人はいないと思いますよ。駒川の一族は元を正せば陰陽師だったと聞いたことがある。へえ。陰陽師？その言葉に思わず俺は怪奇的な声を漏らした。漫画やアニメのようなものではありません。祈祷や戦術に長けた人たちのことです。すごーい。確か友武が神主業を行うようになる際にもいろいろアドバイスをしてくれたそうです。神主業。武家の台頭に伴いまじないが廃れ、陰陽師から医者にくら替えしたらしい。その後、汚れや呪詛に関する調査のために友武のお抱えにされたのだ。このかけらについても何か知っておるかもしれん。じゃあ一回聞きに行かないといけないね。村雨ちゃんでも知らないことを？我が輩は呪に対して特別な知識はない。むしろ長年研究しておる駒川の方が知識を持っておる。そうなんだ、感覚的なところはつかめるんだろうけどね。そうか。それじゃあ今から私に行ってみるか。もし呪詛に関係があるとしたら一刻でも早く動いておきたい。私も一緒についていきたいです。お願いします。私もなんだか気になります。結局これすぐにわかるかな？そうじゃな。ご主人や吉野にすれば我が身に大きく関わることだ。じゃあ一緒に行こう。水葉さんの診療所は一応診療時間が決まってはいるんですが、いつでも対応できるように奥が住居なんです。あ、診療所に行くんだ。学校、保健室の先生じゃないもんね。ですから基本的に診療所に連絡を入れれば水葉さんと話せるはずです。連絡はした？そして俺は学院に連絡を入れてから駒川さんの診療所に向かった。それは確かに気になるね。薬品棚の薬品でかない。瓶でかない。俺の説明をひとしきり聞いた駒川さんは軽くうなずいてみせた。ちょっといい？かけらを指でつまみ、光に透かしながら様々な角度から観察をする。見た目はうん。水晶のように見えるね。特に変わった点は見当たらないけど、まあそのまま水晶なんだよね。このかけらに対して有地君は何か感じたりする？感じるっていうほどじゃないんですが、気になります。具体的には？ずっと眺めていたくなるような感じがして、手元に置いておきたい気分になります。吉野様と日立さんは？私は何も。小さいですけど綺麗だと思います。そんな感想ぐらいしか。私も特には。友武さんもそうなんだ。実際に触れてみても何も変わらない？かけらを丁寧に受け取った日立さんは手のひらで転がすように確認する。だがその不思議そうな表情が変わることはなかった。残念ながらやはり何も。吉野様はいかがですか？どうだい？えっ友武さんが日立さんの手のひらの上に乗ったかけらに手を伸ばす。お、
そして指でつまんだ瞬間、ビリッときたね。吉野様、どうされました？何かありましたか？いえ、すみません。ちょっとビリッとしただけです。なんだろうね。何に反応してんだろ静電気でしょうか。私の方は特に何も感じませんでしたが。う。昨日もあったもんね。本当に大丈夫ですか？はい、問題ありません。改めてかけらをつまみ上げる友竹さん。今度は声を上げたりすることもなく、友竹さんはかけらを光にかざしながら覗き込む。だがやはりというか、その表情に変化はない。たたり神の影響を受けたかけらならば耳が入るやもと思ったが、反応なしか。たたり神とは関係がないんでしょうか。どうなの？もしくは反応しない程度の弱い関係だったという可能性だな。もともとたたり神から出てきたようなかけらだよね、あれ。なるほど。もしかして村雨様なんておっしゃってる？耳が生えないのでたたり神とは関係ないか、反応しない程度のものか、どちらかだろうって。そう、本当に何もありませんか？どんな些細なことでも構いません。なんだろう。調べるのはこれからです。気のせいかもなんて気にせず何でも言っておいてほしいんですが。そうですね。強いてあげるのなら、でもこれ、正臣くんも触った時にビリッときてなかったっけ？なんだか安心できるかもしれません。安堵というと大げさになるのでそこまでではないんですが。なんだろう。安心？安心。私の方は本当に何も感じません。吉野様の気持ちはアリチさんが感じたものと少し似ているかもしれませんね。そうだね。正臣くんずっと見ていたいって言ってたもんね。感じるって言っても本当に些細なものだからな。私もです。漠然としすぎていて何とも言いづらいんですが。とにかくこれは私の方で預からせてもらって構わないね。もちろん、そのために持ってきたんですから。ただ申し訳ないがすぐには結論は出ないだろうね。医者の仕事を放り出すわけにはいかない。少し調べる時間が欲しい。はい、それも分かってます。それじゃあまずは普通の鉱石かどうかも調べて。拾った時落ちていたのはこれだけ？他には気になるものはなかった？どうでしょう。なんとなく拾っただけですから。場所は覚えてる？大まかには。でも細かい場所となるとちょっと。何か気になることか？これと同様のものが他にもあるのか？あるならたくさん？これがかけらなら駆け落ちた元がある？疑問はいろいろとある。せめてその付近だけでも調べてみた方がいいかと思ってね。そうだね。明らかに水晶が割れた後って感じだもんね。私覚えていますよ。この前払った場所ですよね。さすが忍者。今から調べてきましょうか。おー、いや、行動力。場所さえ教えてもらえれば折を見て私が。ってなってくるとまた時間かかるでしょ。我が輩が行こう。おお、村雨ちゃん。でも村雨ちゃん行っても持って帰ってこれないんじゃないの？村雨様がですか？あれだけ小さなかけらだ。場所を限定しても見つけるのは容易ではあるまい。まあそれはそうだけどさ。だが我が輩なら微弱とはいえ気配を感じることができる。おお、それは確かにそうだけど。それじゃあ悪いけど頼めるか？でも夜にはちゃんと帰ってこいよ。心配だから。かなり真っ当な捜査パート。そうなんだよね。あのかけらが何かって話。ご主人の方こそ勝手に危ないことをするでないぞ。そう言って村雨ちゃんの姿が消える。村雨様が何か意見を？探しに行ってくれたの。いえ、かけらの件で山に向かったところです。私の代わりに調べてきてくださるということで。それはよかった。もちろんです。それじゃあ、これから。はい、それも分かってます。
そうなんだ。困惑してはる。姿が見えないとそう全然見えね。ないから3人とも幽霊と話してるみたいだったよ。ちょっと怖かったよ。先生は特に見えたりしないんだね。それ本人の前で言わない方がいいですよ。幽霊扱いすると怒りますから。って言われてもその本人が見えないからね。確かに。でも村雨様が調べてくれるならありがたい。お言葉に甘えさせてもらおう。私も資料の洗い直しに専念できるしね。まあ多分何も出てこないんじゃないかなと思うけど。資料。とにかくこのかけらは私が調べておく。そろそろ診療所を開けないと。学生は学生の本分を果たしなさい。もう授業が始まっている時間だよ。大人やね。はい、わかりました。それでは失礼します。アリチさん？その場から動こうとしない俺に友竹さんが不思議な顔をする。ごめん、先に行っててくれないかな。ちょっと駒川さんに用事があって、気にしないですぐに俺も行くから。そうですか。首をかしげつつも二人はそのまま診療所を出た。そして部屋の中には俺と駒川さんの二人となる。それで一体何かな。どうした？資料ってたたり神や呪詛に関してですよね。その資料を俺にも読ませてもらえませんか？それは構わないけど、どうしたの？どうした？俺、今まではずっとたたり神と戦うことばっかり考えてきました。でも本当の目的は呪詛を解くことです。そのためにはもっと知らなきゃいけないんじゃないかと思って。だから。そうか。アリチ君は外の人だったね。呪詛に関わる人間は子供の頃には説明を受けるからすっかり失念していたよ。しかしダメですか？ダメではないんだけどね。どうして私に？呪詛について聞くなら吉野様や安春様に尋ねた方が早いだろうに。それもそうなんよな。それは呪詛について気になることがあります。説明の時友竹さんが不必要なことまで話さなくていいって言ってましたよね。そのことが少し気になっていて。それは、いろいろとあったんだ。たたりが始まってからもう数百年も経つからね。不意にあの時の会話が頭をよぎった。あの時の複雑な感情が入り混じった笑顔。それに。わかりました。でも、必要なことだけですから約束してください。なんかこの友竹の家の人はちゃんと教えてくれないんだよね。あの頃とは友竹さんとの関係も変わっている。とはいえあの時の二人の雰囲気を思い出すと深く踏み込むことが気軽にできなかった。俺が強く頼めば教えてくれるかもしれません。でも説明がないのは俺が知る必要はない、もしくは知ってほしくないからじゃないかと。もしそうだとしたら俺の行動は傷つけることになります。知識がおろそかなままではダメだと思って。だからどうするべきかを考えて。資料が一番当たり障りがないと思ったんだね。なるほど。わかった。まあいいだろう。よかった。ありがとうございます。どの資料を渡すのが一番いいかな。アリチ君は何も知らないんだね。そうね、基本的には何も知らないって感じやね。安春さんから伝承も事実と違う部分があるとは聞きました。でも具体的な内容は何も。違うというか、お祭りを賑やかにするために脚色されているんだ。本当はもっと血生臭くてね。血生臭い。要点だけ軽く説明すると、その昔友竹の家には2人の跡継ぎがいた。2人。長男は快楽主義で面白そうな話があれば何でも飛びつく短絡的な思考の持ち主。
おなるほど。自分の欲求が満たされないと暴れ回るあ傍若無人。ごめん、また。感情だけで動く人間だった。対して次男は人格者。土地の治め方を学び、武芸に長け、家臣からも民からも慕われていた。二人のうちどちらかが後を継ぐとなれば、当然弟に家督をという声が大きくなる。ふんふん。納得できない長男が家督を奪おうとしても付き従う家臣も少ない。反乱を起こすことすらままならない。そんな長男をそそのかしたのが隣国だ。ほー。話に飛びついた長男は隣国を引き入れ謀反を起こす。本当はこういう話なんだよ。長男が原因？跡目争いだったんですか。血生臭い骨肉の争いのままでは観光客は呼べないだろう。それはそれで好きそうな人いそうやけどね。あやかしがそそのかしたと脚色が加えられて、戦の背景もバッサリ削ったというわけさ。うんうん。でも村雨丸がある以上、そのあやかしの部分もただの脚色じゃないんですよね。それはそうなんだが、有地君は呪詛って知ってる？なんとなくなら。憎い相手に不幸が起こるように願うというか、呪うことですよね。そう。そして呪詛は動物を犠牲に強いることが多い。はいはい、生贄というやつ。長男は暴力的な人間だった。面白半分で動物を傷つけることにも罪悪を感じなかったんだろう。悪いやつ、嫌なやつ。それじゃあ、あやかしっていうのは。権力者をたぶらかす妖怪ではなく、長男が行った呪詛の類だ。じゃあ、あやかしって何？今出てる妖怪は何？父親を恨み、弟を憎み、実の親兄弟に呪詛をかけたというわけさ。でも呪詛自体はあるっていう考え方か。長男にしてみれば憂さ晴らし程度のたわいないことだったのかもしれない。だが本当に呪詛が発生、次々に不幸が起こった。それもすごい話。しかし予想外なのはそれだけじゃなかった。呪詛が強力すぎたんだ。友武の家だけではなく、法理の土地全体に汚れを振りまくぐらいにね。長男の才能がすげえ。それで友武は土地神から村雨丸を授かり、呪詛に打ち勝ち、隣国との争いにも勝利した。あやかしはいないって話だったけど、土地神はいるの？そういうこと？でも呪詛が消えることはなく、今もたたり神と友武さんの耳が。そういうこと。そういうこと。で、ここからが有地君も一番知りたいであろう、うんうん。呪詛の内容なんだけど。どういう内容？あったあった。棚に並ぶ書物の中から数冊取り出されたノート。それは焼けた古い資料ではなく、随分と新しいものだった。呪詛についてまとめてある資料だ。おお。これらを読むといい。ありがとうございます。この先の話は少し長くなる。下手に口で説明するより読む方が分かりやすいと思うよ。さあ、こっから読み物かな？いいんですか？重要なものなんじゃ。見てわかる通り、それは先祖の資料を私がまとめたものだよ。汚れについて勉強するためにね。あ、先生がまとめたの？元となった資料は他にある。うんうん。とはいえ、大切に扱ってくれたまえ、それなりに大変だったんだから。しっかり研究してんだね。はい、ありがとうございます。あとこっちが伝承についてまとめた資料。もう少し詳しく書いてあるから改めて読むといいよ。優しい。もし何か不明な点や気になることがあれば連絡をしてくれ。ありがとうございます。思ったより長かったですせやね、結構長話になったね。待っててくれたの？先に言っててくれてよかったのに。どうしようか悩んだのですが、吉野様が待ちたいとおっしゃったので。わお、お友達。いえ、まあここまで来て先に行くのもどうかと思ったので、それが普通の友人だと思ったんですが。いいね。
ダメでしたか？こういう場合は素直に先に行くべきだったんでしょうか？いや、お友達って感じがしてすごくいいと思うよ。いいね。そんな慌てなくてもいいよ。ありがとそうですか。よかった。私本当に友達というのに慣れていなくて。う。いや、ニコニコしちゃうね。だからそこまで重く考えることなんてないんだってば。とにかくありがとう、友竹さん。はい。自分の行動によっぽど不安を抱いていたんだろう。安堵した友竹さんの笑顔は今までの中でも最高に可愛かった。これも以前より距離が近づいたって証拠かな。それで何を話していたんですか？ああ、いや、まあ、ちょっとね。ああ、殿方が魅惑のジョイさんに秘密のお悩み相談ですか？気になりますね。ありがピッピやめろ。友竹さんが泣いちゃうじゃないか。そんな意味深な相談はしてないから。何かお困りでしたら私もご相談に乗りますよ。本当に？こう見えても私知識は豊富なんです。何せ女忍者くのいちですからね。イエーイ、くのいちかわいい、イエーイ。女忍者くのいち、女医に負けないぐらいのロマンを感じる。なんかエロい。とりあえずお気持ちだけはいただいておきます。それよりもほら行こああ、しまっう。た。どうしたレンタロウ？昼休みになった教室の中で突然レンタロウが叫び声を上げた。なんだよ、どうかしたのか？いや、弁当を忘れてきた。しまったやね。家まで走るか？それは勘弁。そんなことしたら昼飯を食べる前に胃がひっくり返る。じゃあ購買でパンしかないな。購買はあんの？今から言ってもコッペパンしかないだろうな。コッペパン食うとき？今日の午後は空腹に耐えるしかないか。はあ。いや、くのいちかわいいイエーイだよ、ほんと。くのいちが最高にかわいい。コッペパンもないよりマシだろ。それにまあ、おかずを少し分けるぐらいならするから。マジか。助かる。主人公が優しい。そしてレンタロウが教室を出ようとしたところで誰かにぶつかりそうになった。あら、小春ちゃん。もしかして？もっと悪い。もう危ないな。あってなんだ小春か。そんな言い方していいんですか？何その態度。せっかく忘れ物。それってまさか。届けに来てくれたのに。はい、これお弁当。毎日持っていかなきゃいけないのにどうして忘れるかな。いやー、小春ちゃんが優しい。マジか。助かった。さすが小春。ういやつよ。現金なやつめ。猫なで声キモ。こういう時だけ調子がいいんだから。いや、小春ちゃんはいい子だね。いいよしよいいよ、行こうぜすごくいいよマサオミ。おい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 。小春も一緒に食べるか？それはお兄ちゃんが言ってあげて。どうしようかな。お弁当教室に置いてきちゃったから。本当に届けに来ただけ。なんていい子なんだ。別にそれくらい待っててもいいけど。学年が違うと言っても隣の教室。学年によって階が分かれたりするほど学生がいない。そもそも平屋だからな。こういう部分も結構感覚が違っていたりする。せっかく誘ってもらえたんだから、たまにはお兄ちゃんと食べようかな。お兄ちゃんと食べよっかななんだ。いやー、いいね、かわいいね。じゃあすぐに取ってくるね。正臣さんと食べよっかなじゃないのがいいね。ってこら、なんで食べようとしてるんだよ。俺も待つの？当然やろ。この流れで食うか普通。家で顔合わせてるから待つほどの価値はないんだな。ひどい兄だよ、本当に。お弁当届けてもらっといて、こいつ。そう言いながらも箸を置くレンタロウ。ほんと文句ばっかりのくせに仲がいいな、お前ら。そうか。あいつ生意気ばっかりでムカつくぞ。それだけ会話があるってことだろ。そりゃまあ
そうかもしれんがな。お待たせ、お兄ちゃん。正臣くんにお兄ちゃんって言ってるのか。じゃあこのお待たせお兄ちゃんのお兄ちゃんは僕ですね。お前もしかして教室に居場所ないの？友達いないの？レン兄じゃあるまいしちゃんといるよ。失礼だな。レンニーなんだね。じゃあ兄とご飯が食べたかったとか？おや、お兄ちゃんとは食べたかったけど、レン兄のことじゃないもん。いいですね。モテモテやね、主人公。マサオ次が来たよ、次が来たよ。次の弾が来たよ。レナさミ、なんだか楽しそうですね。ん。そう言い争ってるだけだよ。というか、兄弟喧嘩をやめておとなしく弁当食べようぜ。やっぱり楽しそうです。私もご一緒してよろしいですか？いいよいいよ、どうぞどうぞ。こんな騒がしくてもいいなら俺は構わないけど。ああ、俺も一緒に食べようぜ、レこいナちゃん。こいつこいつこいつ。お兄ちゃん、この方は一体？小春ちゃん初対面か。そうだね。留学生のレナ・リヒテナウアーさん。お前も聞いただろ。じいちゃんのところで新しく働くことになった子だよ。そうか、そこはちゃんと聞いてるんだね。あの外国から雇った人？はじめまして。おじいちゃんの孫で鞍馬小春と言います。うん、礼儀正しくて良きやね。小春、レンタロウの妹さんですね。大旦那さんから聞いています。よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。いや、この二人はいいね。和むね。こちらの生活はどうですか？もう慣れましたか？まだまだ驚きと興奮の連続です。もうファッキンの毎日ですよ。ファッキンな毎日ですか？あー、こんな幼い子になんてこと。褒め言葉だろ。そういうのはノリだ、ノリ。あ、そうなんだ。髪の毛ピンク色なのにルートがないってマジ。いや、なんかね、噂によると誰かがルートあるって言ってなかったっけ？っていうか、レナさんって英語圏の人だっけ？でも旅館の仕事は大変ですよね。たまに手伝うと筋肉痛になります。そうなのです。実は今も腕が痛いのです。幼い子かっこ18。せやで勘違いしてはいけない。見た目が幼い子だから。あとこちらに来てからたまに耳鳴りや頭痛もあったりで。おっと、これ完全にたたり的なやつだよね。頭痛ですか？それはお医者さんに見てもらった方がいいんじゃありませんか？ここどういう関係あるんだろうね。きっと仕事に慣れていないのが原因だと思います。少し寝不足気味ですので。朝早くから夜遅くまで忙しいですもんね。旅館の仕事は忙しいよな。でもやりがいはあります。いろいろ学べるのは望むところです。これからも頑張りたいと思います。そのためにもまずは栄養を取らねば。おー、いいねいいね、どんどん食べて。せっかくです。マコや姫様も一緒に食べませんか？おー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 、賑やかな食事になるね。全員集合や。ですか？吉野様はお邪魔でないのでしたら。おー、平気でありますか？平気でありますか？かわいい。そりゃもちろん。ニコ姫様と一緒にお昼ご飯だなんて緊張する。小春ちゃん結構遠慮がちというか、この友武さんに対して結構引け目じゃないな。なんかこう一歩引いた感じだよね。まあ、ここの町に住んでる人は大体そうなのかな。そういうわけで俺たちは人数分の机をガタガタと寄せ合う。こんなに大勢で一緒に弁当を食べるなんて初めてだな。気を使っていただいてそうだよね。何人 ?6 人 ?7 人リヒテナワーさん。リヒテナウアーさんって言っちゃった。レナでいいんじゃない？違いますよ。みんなで一緒に食べる方が楽しくて美味しいからです。あといい子。気軽にレナと呼んでください。そうね、リヒテナウアーさんは言いにくいよ。いいんですか？もちはロンですとも。そう呼んでもらえる方が嬉しいです。ロンツモ。では
いいね、かわいいね。こういうとこかわいいよね、ともたけさん。よしな。いいね、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 いいですよ、いいですよ。これは緊張しただけですから。緊張？何故に？やべえ、メンキツさんのゲージがちょっと上がってる。名前を呼んだり呼ばれたりすることに慣れていなくて。そうなのですか。うんうん。でもマコのことは呼んでいませんか？これ主人公のこと正臣さんって呼んでくれる日が遠いな。それは私が子供の頃からおそばに仕えさせていただいているからです。俺たちは巫女姫様って呼び方が体に馴染んでる。ああ、そうか。じゃあ吉野呼びをされることはまずないんだね。名前で呼ぶなんてなんだか尻込みしちゃう。そうね、確かに普段なんちゃら姫様って呼んでる人のことをいきなり名前で呼べないよね。友竹さん思ったより陰の属性だな。でも確かにね、名前で呼ばれてギャーってなってるもんね。そういうものですか。そういうものらしいよ。やはり生まれ育った土地の習慣もありますから。レナさんが気にならないのでしたら吉野と呼んでください。いいね、これはもう本当にちゃんとした友達ができたんじゃない？危ない危ない、致命傷ですんだぜ。まだ今から死ねるところはいっぱいあると思うからね、お楽しみに。わかりました。よしな。いいね。ここはいい関係になりそう。日本のお弁当はやっぱりすごい美味しいですね。日本のお弁当、海外のお弁当ってわかんないな。想像できないや。外国のお弁当ってどんな感じなんですか？そう、知りたい知りたい。サンドイッチやパスタ、うんカットした野菜や丸ごとのフルーツだったり、パスタがお弁当になるんだ。あまり彩り豊かとは言えないようなものばかりでうんつまらないです。へえ。そういえば日本のお弁当を見ると海外の方は驚くという話を聞いたことがあります。あ、そうなんかアメリカのお弁当っていうとなんかこうサンドイッチとかホットドッグとかのイメージはあるけどさ。はい、板町のまかないはすごく美味しいです。これ羨ましいポイントなんだよな。アメリカならリンゴやオレンジ、パンのイメージ。そうだよね。そんな感じだよね。なんかこうその一個のものをパクッと食べるような感じ。食べてみますか？サブウェイみたいなサンドでした。アメリカ経験、すごい。でも確かにまさしくそのイメージなんだよね。サブウェイみたいなサンドイッチみたいな。よろしいんですか？では失礼して。そりゃ板町のお弁当はうまいよ。吉野もどうぞ。それじゃ美味しい。いや、仲良しいいね。やっぱりプロの作るものはお弁当でも違いが出るものなんですね。まあそれはね、しょうがないよ。だって板町だよ。板町に全幅の信頼を寄せてるけど。こちらもよろしければどうぞ。あ、これ弁当一緒なのバレるんじゃない？ありがとうございます。まあちょっとずつ変えてるとは言ってたか。こちらも美味しいですね。弁当似てるツッコミされるんじゃないのこれ。これは吉野の手作りですか？ここはまあまいえ、これはマコが作ってくれたんです。あ、そこまではまあまあわかるよ。こっから先だよ問題は。マーコは料理がとても上手ですね。ありがとうございます。いやー、そうなんだよ。まこちゃんは料理が上手なんだよ。小春のお弁当は小春が作ったのですか？ふんふんふん。いえ、まさかお母さんが作ってくれたんです。ああ、そうなんだ。小春ちゃんが作ってるのかと思った。すごいしっかりしてるから。交換しませんか？板町のきんちらごぼう美味しいですよ。きんちら。きんちらごぼう。金がちら？きんぴらごぼうのことではありませんか？まあそうやろな。そうですよね。しげさんは妙な料理を作ったりしませんよね。しげさんか。同じ味がしますね。いや、言われそうだよね。おお、そうでした。小春は板町を知っているんですね。そうだね。まあおじいちゃんのところの従業員さんだからね。では交換はしないですか？いえ、そんなことありません。しげさんの料理久々に食べたいです。ですからよければ交換してください。おじいちゃんのところって言ってもそうそうしょっちゅう食べれるわけじゃないもんね。喜んで。
きんぴらごぼうの代わりにお芋を甘辛く煮たのをどうぞ。ああ、いいですね。里芋、濃いもの甘辛く煮たやつ食べたいな。ありがとうございいいなあ、こういうのすごくいい。いや、わかるよ、レンタロウくん。確かに。その言葉には俺も心の底から同意。男同士で食べるのも笑い話とかがあっても、こういう和気あいあいとした雰囲気はない。見てるだけでこっちも楽しくなる。お前さ、こっちに来てから巫女姫様と一緒に過ごしてるんだよな。そうですね。まあ、一応。背中に爪痕とまでは言わなくとも少しぐらいは進展しただろう。どこまで行ったんだよ。どうやって説明するかな。その鈍い反応、なんだ。もしかしてまだ何もしてないのか。寝起きの顔を見るぐらいの関係ですって言ってほしいんだけど、するわけないだろ。一緒に暮らしてるんだから。気まずい雰囲気になったらどうするんだよ。お前そんなくだらないこと考えてちゃダメだろ。それ君からすればね。クラスクラッシャーの君からすれば。っていうか正直、あんな可愛い子と一緒にいて欲望はないわけ。あるに決まってるだろ。ふざけるな。お前にわかるか、俺の苦労が。そんな怒る？風呂上がりはいい匂いがするし、寝巻き姿が妙にセクシーだし、朝は無防備だし、他にもおっぱいを押し付けられたり、おっぱいに挟まれたり、お腹に乗られたり、これでムラムラしないわけがない。とはいえ、勢い任せで行動するわけにもいかないからな。区切りがつかないままではそんな風にはならない気がする。そりゃまあな。なんせ巫女姫様だもんな。意外と主人公正直なやつやね。いろいろたまるよ。お前、たまった時どうしてんの？人様の家なのに。それここでする話か。小悪魔なこの位置までいるしよ。いや最高よ、ほんまに。女の子はおかずのやりとり、俺たちもおかずのやりとり。いい下世話。ゲスすぎ。でも重要なことだぞ。もし暴走してしまったらいろいろ大変だろう。それにお前、さすがにそっちのおかずまでは持ってきてないんじゃないのか？持ってきてるとバレた時まずいんだよね。忍者にはバレそうだしね。まあな。この時代ネットにはいろいろ無料素材が溢れてるとはいえ、スマホだと小さいんだよな。そういうのをここら辺で売ってる？コンビニぐらい？ホーリってエロ関係も全然だから。エロ関係とは？むしろ家族連れ向けにエロを排斥する動きすらあるぐらいだ。若い男には住みづらい土地だよ。いや観光地あるあるやね。奈良県もそんな感じです。通販を頼んでも最速で2日はかかるしな。通販か。さすがに通販は危険だ。仕方ない。俺が一肌脱いで秘蔵コレクションを貸して信ぜよう。おかずのやりとりが。いとこの秘蔵コレクションね。兄弟いないからわからないけど、エロ本が行き来するのって普通なのか？男友達同士で貸し借りすることはままあるが。興味ないなら無理にとは言わないけど。大画面で見たがるのちょっとおもろい。まあ大画面は別にいらんよなとは思うけどね。そう結論を急ぐんじゃないよ。誰も興味がないとは言ってないだろ。お前もちゃんと男だな。しょうがないよ。俺たちがそんなバカ話をしてることに気づかず、女子は相変わらず華やかな雰囲気のままだ。ねえねえ、もしよければ私たちも交換に混ぜてくれないかな。あら大所帯になりそう。私はこのハンバーグを差し出すから。それじゃあ私はこのレンコンのハサミ焼きを生贄に5万円を召喚したいですいいね、こののりこさんかな、のりこちゃんかな、のりこちゃんいいね。あんたそんなリクエストしないの？えへへへ。はい、構いませんよ。ああ、いいんだね。本当にありがとうございます、巫女姫様。この辺とも仲良くなるチャンスだよ。教室で友人とナチュラルに話す友武さんを見られるのは珍しい。本人もその触れ合いを楽しんでいるように思える。ああいう自然な雰囲気の時が一番可愛いよな。俺たちの関係を仕切り直した価値はあったかな。あったよね。いいよね。今日はここまで。それでは皆さん、気をつけて帰ってくださいね。
先生の挨拶も終わり、クラスのみんなが教室を出ていく。それじゃあ俺はいつものトレーニングがあるから、いつも通り夕食までには戻れるはず。わかりました。それではまた後で。うん、また後で。それでは私たちも帰りましょうか。おーっと、ちなんだ。ょっと待って、誰かから電話が。水葉さん。おーっと、なんだ。なんか分かったのかな。水晶のことなんか分かったんかな。ただいま。最初は気恥ずかしかったこの言葉も今ではすっかり慣れてしまった。おかえりなさい。トレーニングお疲れ様です。お、なんだ。日立さんも家事お疲れ様。すみません。夕食ができるまでもう少しお待ちいただけますか？やっぱり寄って帰ってたのかな。慌てなくていいよ。ところで、村雨ちゃんはまだ帰ってない？はい。私は見ていませんね。あら、夜までには帰ってきてって言ったのにな。そっか。まだ探してるんだろうか。もうすぐ夜なのに大丈夫かな。村雨丸の管理者なら村雨ちゃんもたたり神に狙われたりするのかな。そういった話は聞いたことがありません。あその心配はないと思いますが。どうなんやろね。いけない。火をかけっぱなし。襲われてもおかしくなさそうではあるんですけど、仮にたたり神が大丈夫でも夜の山は不気味だ。そうだよ。歩いているだけで怖い怖いって言ってたじゃない、村雨ちゃん。幽霊とか苦手なのに本当に大丈夫だろうか。探しに行こうにも勝手に山に入るのはまずいしな。待つしかないか。部屋に戻った俺は服を着替えるよりも先にカバンからノートを取り出した。そして駒川さんから貸してもらった資料に目を通していく。この地で何があったのかは基本的にあの時聞いた通り跡目争いだ。その争いについてもう少し詳しく書かれてあった。当時の呪詛は友武個人ではなく法理のすべてに厄災をもたらしていたらしい。すごいな。すごい呪いだな。凶作による飢饉、流行り病、豪雨による土砂崩れや川の氾濫、立て続けに起こる不幸、そして弱り切ったところに攻め込んできた隣国。窮地に追い込まれ、もはや神に祈るしかできないとき、次男は不思議な夢を見た。とある刀の存在、それにより呪詛に打ち勝つ方法、そのために必要となる犠牲を告げる夢。これ村雨ちゃんのこと？藁にもすがる思いでその夢に従い、選ばれたのが生まれつき体が丈夫ではなかった農民の娘。ああ、村雨ちゃんだね。これが村雨ちゃんか。少女が人柱になり、友武は神道である村雨丸を授かる。それにより不幸を払い、本陣に突撃をかける健康一滴の奇襲に挑んだ。呪詛によって勝手に自滅していく友武家に油断していた隣国の兵は対応しきれない。大将首を討ち取られてそのまま敗走。みこしであった長男も戦いの中で次男に撃たれた。これが血のつながった親のすることか、弟のすることか。この恨みは必ず晴らす。どれだけかかろうともだ。忘れるな、許さない、松代まで呪ってくれる。すべて滅ぼしてやる。勝手なこと言ってんな。そんな恨みの言葉を残して。でも言葉だけじゃなく、本当に呪詛の力が残ってしまった。山にたたり神を生み、友武吉野という少女に獣耳という呪詛の証。巫女姫の耳から考えて、犬の動物霊を用いた呪詛。ああ、そういうこと？獣はいわゆる犬神であると考えられ、その力は予想以上に強力なものだった。丸が2つついとる。つきもの落としは一通り試したものの、呪詛が弱まる気配もなく、代々巫女姫が汚れを払い続けている。なんだろう、ほんの少しだけど以前から感じていた引っかかり。それが拭えないどころか、資料を読むことで大きくなった気さえする。そんなうなり声を上げていたとき、突然部屋の中に人影が現れた。村雨ちゃん帰ってきた？今戻ったぞ。ああ、よかった。ご主人。無事帰ってきてくれた。ああ、おかえり。ずいぶん遅かったな。心配したよ。すまぬな。
霧のいいところまで続けておったら意外と時間がかかった。霧のいいとこだ。何か収穫あったのかな？無事ならいいんだ。でも村雨ちゃんって夜の山の中に入っても大丈夫なのか？呪詛のことならば心配はいらぬ。我が輩がたたり神に襲われることはないからな。あ、やっぱそうなんだ。そうか。でも夜の山はちょっぴり怖かったぞ。ありがとう村雨ちゃん。だと思ったよ。幼い子供にするように優しく村雨ちゃんの頭を撫でる。するとまるで猫がむずがるように体を揺らすものの嫌がる素振りは見せなかった。それでどうだった？何か見つかったか？いや、残念ながらいろいろ探し回ったのだがな。結局何もなかったんだ。他には存在しないってことなのかな？あのかけらが大きい方で他はもっと小さい可能性もあるが。いやー、ポケットに入るサイズより小さいものだときついと思うよ。さすがにあれより小さいとなると我が輩も感知するのは難しいと思う。まあそうだろうね。そっか。だが探したのは一部だ。今後も探索を続ける。どうせご主人が学院におる間は暇だしな。なんていい子なんだ村雨ちゃん。悪いけどよろしく頼むな。さてと、集中力も途切れてしまった。夕食そろそろかな？リビングに行こうか。と立ち上がろうとしたところで扉の向こうから声がかけられた。アリチさんいますか？おや？なんだ？友竹さん？どうぞ。失礼します。村雨様、戻っていらしたんですね。お帰りなさい。山の方はどうでしたか？何もなかったんだって。成果はなかった。明日はもう少し範囲を広げて探索してみよわかりました。申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。いや、本当だよ。助かるよ、村雨ちゃん。ありがとね。それじゃあ、とりあえず夕食に行こう。俺は手にしていたノートを置いてリビングに向かうのだが。バレちゃった。なぜか友竹さんはその場に立ち尽くすように部屋の中を見つめていた。もっと正確に言えば、俺が置いたノートをじっと見つめているように思う。友竹さん、どうかした？アリチさん、はい、なんでしょ少し時間をいただけませんか？話したいことがあります。う？あのノート以上の情報出てくる？それはもちろん構わないけど、何か真剣な話？思わずそう聞いてしまうぐらい、友竹さんの雰囲気がピリピリしていた。ちょっと怖い。後ほど、すべてお話しします。夕食後に、私の部屋でいいですか？すべてだって。わかった。ありがとうございます。う。何やらピリピリしておったな。やっぱりそう思うか？我が輩がおらぬ間に怒らせるようなことでもしたのか？いや、してないよ。いや、心当たりはないんだけど、怖いから一緒に来てくれない？ごめん被る。我が輩、そういうことに巻き込まれたくない。ダメか。それにだな、我が輩に声をかけなかったということは、ご主人だけに来てほしいということではないか？まあそういうことか。それはそうかも。仕方ない。覚悟を決めて一人で行くか。静かな夕食を食べ終えた俺は約束通り友竹さんの部屋に向かった。そして部屋の前に立ち軽く深呼吸。なんか緊張するな。俺は今から女の子の部屋に入ることになるんだ。そっち？女の子の部屋に入るなんて初めてじゃないか。子供の頃小春の部屋に入ったことがある。でもそれだけ。年頃の女の子の部屋に入るのは初めてだ。友竹さんの真剣な雰囲気から察するに真面目な話をされるんだろう。それは分かってるけど、違う意味で胸がドキドキするな。友竹さん、今大丈夫？はい、どうぞ。こんばんは。
和室がベースのためか友武さんの趣味なのか、想像していたよりも乙女チックではなかった。しかしそれでも俺が使っている部屋と違い、何やらいい匂いがする。それに小物なんかは女の子らしさがあって可愛らしい。すみません、お呼び立てして。アリチさんと話がしたくて。何用ですの？いや、それは全然いいんだけど、わざわざ珍しいよね。何の用？呪詛の話です。資料を借りたんですよね。そうだね。水葉さんから謝られました。呪詛に関する資料を勝手に渡したと。言っちゃったんだ。ごめん、勝手に調べるようなことをして。いえ、違うんです。私は別に怒ったりしていません。ほら、怒ってないんだ。頭を上げてください。その件で怒られるのかなと思ったんだけど。そうではなくて、むしろちゃんと説明をするべきだと考えてはいたんです。誠実、とても誠実です。私はずっと隠し事をしていて、そのことはアリチさんも気づいてましたよね。隠し事ね。それはまあ、でも知る必要がなかったってことなんでしょ？それは少し違います。私が知られたくなかっただけです。そうなの？正直に言えば知ってもらう必要があるのかどうか今も少し迷っています。結局何なんだろうね。旅館の例の空間みたいなところが勉強スペースになってる。そうだね、奥の和室スペースみたいなところだよね。でもアリチさんは言ってくれました。一緒に呪詛を解こうって。私はその言葉を受け入れました。だからちゃんとパートナーとして教えてくれるってことだよね。ちゃんと言いたいんです。自己満足みたいなものなんですが、聞いてもらえますか？結構な話飛び出してくる、これもしかして。はい、もちろん。自然と背筋が伸びて姿勢を正す。そして静かに友武さんの言葉を待った。アリチさんは水葉さんの資料には目を通しましたか？さっき見ましたよ。一応人通りは。では何か疑問に思いませんでしたか？少し気になってることはある。死してなお残った強い恨みの呪詛がたたり神を生む。それはわかる。でも耳は呪われた証って言ってたけど、本当にそれだけなのかなって。死んでも残るぐらい強い恨みが耳を生やすだけっていうところが少し気になるっていうか。いや、ごめん。友武さんからすればだけなんて問題じゃなかったね。ちょっと軽々しく言い過ぎた。あと他に代々の巫女姫って書いてあったけど、男が生まれた時は姫じゃないしどう呼ぶのかなとか、男にも耳が生えるのかなとか。生まれませんよ、男の子は。そうなん。それってどういう？友武の家に男の子は生まれていません。ここ数百年一人たりとも。一人たりともなんだ。一人たりともって。駒川家には家系図も詳細に残されているんですが、それらは資料には含まれていませんよね。そうやね。お約束、耳ね。耳がお約束じゃなくて、ちゃんとなんかあるみたいだね。昔の戦のことと呪詛に関する資料だけだったから。きっと私の口から言った方がいいと思ったんです、水葉さんも。アリチさんが疑問に思った通りです。強力な呪詛の力が耳という形を成して現れただけで、呪いの効果は他にあるんです。そうなん。それが男が生まれない呪いというよりも、友武を断絶させるためだと思います。そして友武の家に生まれる子供は一人だけです。そうなんや。それも呪いなの？そこは私たちにも分かりません。二人目に関してはただの偶然かもしれません。二人目を産もうとする人が少なくて、まず母親の体が持たないんです。友武は若死にの家系なんです。一番長く生きた人でも50歳程度。私のお母さんは少し前に他界しました。長くて50歳か。
だから早く婚約者を、で子供をってなるんだろうね。それってつまり、友武さん自身も、さすがにそれを口に出すことはなかったが、それでもきっと顔には思いっきり出ていただろう。そういう隠し事は苦手だしな。とはいえ、子供を産まずに亡くなった人はいません。私も健康に問題はありませんから、すぐにどうこうなることはないと思いまいや、す。それは何よりではあるんだけど。そっか。私はこの呪いを解かなくてはいけないんです。じゃないと。すみません。今の言葉は聞かなかったことにしてください。じゃないと。とにかくこれが私が隠していたことです。ああ。脳裏をよぎったのは今までの自分の行動。そんなことを今まで俺は全然気にしていなかった。無神経な発言をしてしまったかもしれない。傷つけるような行動をとっていたのかもしれない。そんな後悔が渦巻く。なんていうか、嫌な説明をさせたみたいで。安春さんが入り婿なのもそもそも女系の家になってるからそうなんだよね。まあ、ずっとそういう風に続いてきたんだろうね。違います。最初に言いましたが、私がアリツさんに知っておいてほしいと思ったんです。だから謝ったりしないでください。友武さん。何かしてほしいことがあって打ち明けたわけではありません。改めてほしい態度があるわけでもありません。仲良しの証ってやつやね。正直に向き合わなければいけない、そう思っただけなんです。アリツさんには気にしてほしくないと言いますか、今まで通りのままでいてほしいです。うん。ああ、今まで隠してた意味がなんとなく分かった。最初からこんなことを聞かされたら、きっと俺は友武さんに同情していただろう。腫れ物に触るような態度になっていたかもしれない。そして友武さんの事情を勝手に背負い込んで、責任感みたいなものからお祓いに参加したはずだ。友武さんにはそれが耐えられなかった。誰かに自分を勝手に背負われてしまうのが。そうだね。変に気を使ったり使われたりするのは違うね。友達になろうって言い出したのは俺の方からだ。ありがとう、話してくれて。俺のことを信用してくれて。うん、やる気出た。頑張らないと。勘違いしないで。呪詛は俺自身のことでもあるんだ。それにさ、友達を大切に思うのは普通のことだよ。むしろそれこそが友達だよ。はい、すみません。ちょっと被害妄想が強かったかもしれません。そうだよ。目的は何も変わってない。俺と一緒に見つけよう。はい。おい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 、もうルート入ってないこれ。戻ったか。どうであったご主人。こっから怒られたか？ルート変わるんですか？いや、そういうのじゃなくて。それよりも村雨ちゃん、以前言ってくれたよな。俺が村雨丸に選ばれたのには意味があるって。それってできることがあるってことだよな。我が輩はそう思っておる。うん。俺、頑張るよ。頑張る。今まで頑張ってなかったわけじゃない。それでも強く頑張ろうという気持ちが湧き上がってきた。これ、呪詛解けないエンディング迎えるの辛すぎです。そうだね。友武さんが若くして亡くなっちゃうっていう話になっちゃうんだよね。呪詛が解けないと。まだその方法は見つけられていなくて、どうすればいいのか全然わからないけど、絶対に決して諦めたりしない。改めてそう決意した。起承転結のいよいよ章。そうね。天が気になるね、これ。天が気になるね。おや力を貸してくれ。何があったのかはよくわからんが、それが我が輩の役目だ。
存分に頼ってくれて構わんぞ。ありがとう。よし、やるぞ。アイキャッチ。なんかイベントスチルが今日全然挟まらないな。ちょっとスチルが見れるところまではやらせてもらってもいいかな。ちょっと12時過ぎちゃったんですけど、次のサムネ用の絵が欲しい。いいところまでやります。いつもの部屋で目を覚ました俺は、ゆっくりと起き上がる。服着替えないとな。いい年していつまでも起こしてもらってちゃダメだ。もっとしっかりしないと。今日もよろしくお願いします。うわぁ、本当にトレーニングしてるのかよ、あの正臣が。ええやんけ別に。レンタロ、こんなところで何してるんだよ。じいちゃんからお前が剣道の練習を再開したって聞かされてさ。聞かされて。しかも自分から練習を頼み込んだってんだから、さらに驚き。そうだね。もしかして一緒にやりに来た？こりゃ確認するしかないってことでな。見に来ただけ？もしかしてわざわざそのためだけにこんな時間から？半分はな。残りの半分は強制だ。一応一緒にやりには来たんだ。お前もたるんでいる。毎日参加とまでは言わんが、たまには朝の鍛錬に参加しろ。おかげでいい迷惑だよ。せっかく今日は休みだってのに。朝早いんだから、鍛錬が終わった後になんかするでしょまだ。たまには体を動かすのもいいもんだぞ。まさか正臣からそんな言葉を聞かされるとはな。でも何のために練習なんて再開したんだ？ああ、その辺の話はするのかな。それはまあ健康のためみたいな。体どっか悪いのか？そうじゃない。毎日ダラダラしてるのも良くないからさ。にしてはかなりハードなメニューだと思うけどな。なんだよ午後のトレーニング、切り返しに1時間とか。健康のためってレベルじゃないぞ。がっつり剣術の師なんだもんね。あれな。あれに関しては俺も吐きそうになったり死にそうになったり泣きそうになったりしてる。その分お祓いの時に役に立ってる気もするけど。相変わらずじいちゃんはスパルタなんだな。まあ朝は体力作りだけだから健康にはいいと思うぞ。二人ともいつまでグダグダ言っているんだ。そろそろ始めるぞ。はい。おお、ちゃんと返事はい言えるんで、はいが言えるんだ。へーいとか言うかなと思った。そうして俺はレンタロウと一緒にいつものメニューをこなしていった。レンタロウ、そこで寝るな。ちゃんと最後まで走らんか。こいつウェイス。横っ腹痛え。だから休むな、レンタロウェイス。ウ。レンタロウ。では今日はこれまで。ありがとうございました。まあ初日からいきなりガンガンやられるとそうなるよね。大丈夫かお前。もうダメ、マジ無理。目の前チカチカしてきた。お前よくこんなメニューを毎日こなしてるな。まあ必要だからやるって感じだからね、主人公は。少しは体も慣れてきた。それでもじいちゃんには全然勝てないんだけどな。一本もまともに打ち込めない。お前は怒りがあるから分かりやすい。打ちたいという気がせいて次の動作が丸見えだからな。そういうものなんだ。怒りねえ。聞いたことはあっても実感したことはないな。たく昔よりも真面目に取り組んでるんじゃないのか？昔はいやいややってたからね。これからはお前も毎日参加してみるのはどうだ？ごめんだね。やってられるかこんなの。運動すると飯がうまいぞ。こんなもん飯がうまいどころか吐くっつうの。いやまあおっしゃる通りなんだけどさ。
今日が土曜でよかった。平日だったら学院をサボってるところだったぜ。水飲むか。返事をするまでもなく、ひったくるようにペットボトルを受け取ったレンタロウ。そのまま一気に水を煽った。生き返った。さてと、終わったことだし、そろそろ帰るか。そういえばお前、今日はどうしてる？お、二人で遊びに行く？午後からはじいちゃんのトレーニング。それ以外は特に用事はない。マジでやるのかよ。たまには休んだ方がいいんじゃないの？すごいね、午後からもしっかりやるんだもんね。毎日ハードなことしてたら逆に体を壊すぞ。ああ、そうだな。そんな日があってもいいかもしれんな。おじいちゃん。じいちゃん？今日は足さばきと素振りだけで軽めに終わらせてもいいかもしれん。優しい。それでも素振りと足さばきはするんだ。基礎の基礎だ。毎日続けてしっかり土台を固めねばならん。お前も大変だな。ま、じいちゃんに頼む時点でこれぐらいは覚悟してただろうけど。で、遊びに行かない？じいちゃんの許しも出たことだしよ。レンタロウと一緒に遊びに行くってどこ連れて行かれんの？遊びに行ってどこに？決めてないけど、午後は俺も暇を持て余してるから。とりあえず後でタゴリアに集合ってことでどうだ？タゴリア、どこだ？そうだな。サボるのではなく休みになったんだから、それくらいは。はい。わかった。6年の店に集合だな。そうだ。そういうことならば一つ頼みがあるんだが。久しぶりにロカネーに会えるね。ちょっといいかな？はい、何でしょう？何かお困りごとですか？いや、2人の今日の予定を聞きたくて。お掃除もお洗濯も終わっていますから、昼食と洗濯物の取り込み、それから夕食の準備ですね。私はいつも通り舞の奉納をして、あとは勉強ぐらいでしょうか。はあ、真面目。もしよければ遊びに行かない？実は今日、レンタロウと一緒に街をぶらつくことになって。もしかしてそこに私たちもですか？たまには息抜きでもどう？いい案だと我が輩も思うぞ。村雨ちゃん。吉野もマコも誰かと遊びに行くことなどなかったであろう。ですが、お邪魔になりませんか？お邪魔になるかな？邪魔なわけないって。むしろ一緒に来てくれた方が嬉しいよ。別に構いません。それぐらいでしたら。ありがとう。急に言い出してごめん。気にしないでください。お互いのことを知り合うって約束ですから。真面目。そうですよね。ヨロピクな仲ですからね。いいね。ヨロピクな中か。いいな。まだいじられる。多分ずっといじられるんだろうな、これ。日立さんって天然のいじめっ子か？すみません、吉野様。ちゃんと謝りますから、そんなに怒らないでください。もうこれ以上いじれないやつだな。別に怒ってるわけじゃない。本当ですか？でもさっきから口を閉ざしたままではないですか。それはだって友達と遊びに行くなんてどうすればいいの？遊びに行くなんて初めてですごく緊張する。心臓がドキドキしてきた。なかなかの陰のものだね。いいね。清掃とかした方がいいの？その服のままでよろしいよ。そのままの服装で大丈夫です。遊びに行くだけなんですから。でもせめて新しい服を用意した方が。清掃ってどんな服で来るつもりなんだ？そこまでする必要はありませんってば。でもせっかく誘ってもらったのに失礼をしたら誘ってくれたハリチさんにまで迷惑をかけちゃう。一緒にいるのレンタロウやぞ。考えすぎですよ。そんなに硬くなる必要はありません。こういうのは自然体。気負ったりしないことが一番ですよ。清掃ドレスか？いや多分和装だろうなとは思うよ。
前の時の衣装着てくるんじゃない？それが一番難しい。本当にどうしよう。何？いいえ、そんな風に悩む吉野様は初めてのように思えたので。困ったり泣いてる吉野からしか得られない栄養素ある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 、間違いなく存在するよそれ。面白がっていないで助けて。非常に良いよ、良いよ、とても良い。ですから気負わなくていいんですよ。さあ久しぶりのそれじゃあお父さん、マコネロカネのところ。あ、行ってらっしゃい。お父さんこれ嬉しいんじゃない？初めて友達と娘が出かける、遊びに行くって。さて、では我が輩も探索に行ってくる。村雨ちゃんありがとう。すみません村雨様、なんだかお任せしてしまって。気にするな。だいたい吉野は張り詰めすぎなのだ。いい機会だ。今日はゆっくり休め。我が輩に謝るよりもまず年相応の思い出を作れ。それぐらいしてもいいのだぞ。これは良いロリババアだ。それに我が輩は嬉しいのだ。ご主人が現れるまでは見ておることしかできなかったからな。我が輩でもやれることがあるというのは悪い気分ではない。まあ任せておけ。ありがとうございます。いや本当にありがとう村雨ちゃん。それでどこで待ち合わせを？レンタロウと合流する前にシナツ荘に行くんだ。それっておう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 、すごい爆弾抱えてんな。年相応の思い出を作れ。村雨ちゃんが言うと重さがある。そうね、村雨ちゃんは病弱で友達もおらんかったやろうしね。俺たちがシナツ荘に着いた時、レナさんは機嫌良さそうに正面玄関を掃除していた。いやでかいよ。正臣、それに吉野とマコまで。これはね評判になるね。どうしたんですか？大旦那さんにご用ですか？おっと、この形が歪んでる感じがすごくいいと思うんですよ僕。この両方同じ形じゃなくてさ、こっち側だけちょっと潰れてる感じ、これがいいですね。中野ソースさんもうそろそろ出ます。おやすみ、ごめんね遅くまで、また遊びに来てね。わかる？いいよねそれ、わかるでしょ、このちょっと潰れた感じ。それだけです。いや今日はじいちゃんじゃなくてレナさんに用事があって。私ですか？申し訳ないです。ただいま仕事中ですゆえあまり時間はありませんが。マウスポインターを操作する部位のもの。いやこれはもうしょうがない、説明しなきゃいけないからしょうがないんだよ。わかる？そうだよね、わかるよね、嬉しい。あれ、じいちゃんから話を聞いてない？何をでありましょう？レナさんは午後から休みになるらしいよ。初耳ですが。おじいちゃん言っといて。そういえばここの掃除が終わった後のことは何も聞いていませんね。リヒテナウアさん、掃除は終わりましたか？まさかおかみがいびってる？おかみ、はい終わりましたのでございます。あんなことはないわな。ちょっと語尾が丁寧になりすぎてまた変になっていますね。腕で胸が押されるのすごい好きだよね。わかるよ、すごくわかるよ。ギュッとやってほしいよね、ギュッと。申し訳ないでした。これからも日本語の勉強は続けましょう。よろしくお願いいたします。おかみ優しいな。猪谷さん、大旦那さんから話は伺っております。じゃあ伝えといてあげてよ。ご面倒をおかけして申し訳ありませんが、リヒテナウアーさんのことをよろしくお願いいたします。ご面倒をおかけして申し訳ありませんが、どういうことだ？はい、大丈夫です。それではリヒテナウアーさん、今日はゆっくり休んでください。書いてる人の底に対する熱と愛と癖を感じる。そうなんだよ、神は細部に宿ると言いまして、ああいうところにこそ神は宿るんですよ。それだけ言って猪谷さんは中に戻っていく。お休みですか？
ですね。あ、中野荘さん、クリスマスイブおめ。確かに今日クリスマスイブじゃん。皆さんメリークリスマス。早くプレゼントくれ。これがプレゼントだよ。こだわりを感じる絵はいい。そうなんだよね。やっぱね、こだわりって出てくるからね。で、というわけで一緒に遊びに行かない？そういうことであれば私お願いがあるのですが。はい、なんでしょう？はい、なんでしょう。私吉野が着ているような服を着てみたい。まずいですよ。まずいですよ。せっかくホールに来たのですから。わかりました。では服を買いに行きましょうか。感謝乱撃ひなあられ。すごい、めちゃくちゃだ。それでは着替えてまいりますので少々お待ちくださいませ。服はこちらで売っていますよ。これです、こういうのが欲しかったのですよ。今から着替えるんですよね。ゴーにいればゴーに従います。そもそもの服も大概胸元すごいな。それだとオーストラリアだよ。では早速行きましょう。とはいえあまり高級だと困りますね。それはそうだよね。お金ギリギリでやってるような感じだからね。品揃えは豊富ですから大丈夫だと思いますよ。そうしてレナさんと友武さんが店の中に入っていく。とはいえあのスタイルに合う服があるかどうかがちょっぴり不安です。いやいや、まこちゃんも大概やぞ。あの体つきだもんな。ぶつかってもふかふかするぐらい大きかった。今もシャツを押し上げてへそとか見えちゃってる。すごっ。本来はちゃんと腹部も隠れるものじゃなかろうか。でも和服って大まかなサイズで大丈夫なんじゃないの？ここまでアレンジが効いていると袖肩見たけどほとんど洋服と変わりませんよ。へえ、そうなんだ。そりゃそうか。でも最近は観光のお客さんも買っていかれるそうでサイズも豊富だと思いますが。ってことはアメリカンサイズもちゃんとある。ならなんとかなるんじゃないかな。とにかくそっちは任せるよ。一緒に服を選ばないんですか？いや、ちょっと難しいんじゃない？そういうセンス俺にはないから。着替えをする女の子を眺めるのも楽しいものですよ。ふふ。それはそう。いろんな服着てくれると嬉しいよね。確かに興味はあるんだけど、中が女の人ばっかりだからちょっと恥ずかしい。こうも女性ばっかりだと居場所がない。下手に店内をうろうろしてたら不審者扱いされるかもしれないしな。されへん大丈夫。長くなりそうならその時は教えて。わかりました。それでは。そうして楽しそうに店の中に入っていく日立さん。俺は店の前でしばらく時間を潰すことにした。しかし今日は日差しも強くて暑いな。服選びが長引かないといいな。さ経験したことないですな。なんかすまん。女性との買い物は長引く。それは海外でも変わらないと聞いたことがある。でも今回は1時間弱で済んだ。結構かかってる。予定外に服を買ったことを考えればまあ悩んでいない方だろう。正直もっとかかるかと思ってた。おお、着替え完了でありますよ。横がすげえことになってるよ。嬉しそうに店を飛び出たレナさん。先ほどまでと全然違う格好でとてもよく似合っている。髪型の方も服に合わせて変わっていてすごく可愛らしい。いかがでしょうか、マサミ。変ではありませんか？癖を感じる。僕はね、この服のね、このフリルに癖を感じますね。ここのあとこここれこの黒い部分、さらしなのかなこれは。ね、可愛いねこの服。わー、選択肢だー。セーブ画面ですよ。ぐわー。いや、可愛いと思って言いたいんだけど、
吉野ルートに入るには言っていいのか。うわー、どうすればいいんだ。いや、もう言っちゃう。よく似合ってる。可愛いと思う。さらしの上に乗った肉でキャッキャしてません。いや、そうだよね。このちょっとしたへこみ。ここですよ。ここに神がいるんです。不思議民族衣装。いや、かわいいわ。ブルアカに出れるレベルのサイドの隙間。これはもう、アコはもう一段階強い。これに限らず女の子たちみんな衣装ごとに髪型も変わるの。ああ、そうだね。細かくていいよね。なんかもうほんといい。すごくいい、このゲーム。ほんと、かわいい。ありがとうございます。褒めてもらえて嬉しいのですよ。わあ。おお、スカートいい。スカートがいいですね。とてもいいですね。露出度はそんなに変わっていないように思う。洋服の時に見えていたおへそなどは隠れてしまったものの、その代わりに脇のあたりが見えている。というか、なんか見えてるけど、ブラじゃないよな。チューブトップだよな。分かってはいるが、脇の下が見えているとドキドキする。わかるぞ。正臣くん。まあ、おへそが見えてた時も結構ドキドキしてたけど、それもわかるぞ。帯がおしゃれで可愛いですよね。案外早かったね。はい、サイズが限られていましたから、あらかじめ選択できる範囲が限定されていて。ああ、なるほどね。なるほど。あー、ご機嫌かわいいね。ご機嫌かわいいわ。楽しそうに笑うレナさん。本当にその服を着たかったんだろうな。それではタゴリアに行きましょうか。タゴリア？タゴリア？甘味どころです。デザートなどを食べるお店ですよ。喫茶店って言ってたもんね。デザート、それは素晴らしい。それじゃあ早速行こう。すぐそこだよ。レンタロウくん結構待ってんじゃない？ああ、いい雰囲気。こんにちは。お兄ちゃん、いらっしゃいませ。あれ、小春ちゃんバイトしてるとか言ってたっけ？あれ、小春？こんなところで何してるんだ？しかもその服超かわいいね。変かな？どこかおかしいというか似合わない。ああ、いいですね。いや、よく似合ってるとは思うけど。本当？嘘ついてない？これは割烹着ってことでいいのかな？こんなことで嘘ついても仕方ないだろう。本当のことだよ。なんか照れるね。そんなにさらっと言われると。やっぱりうちのバカ兄とは違うね。もしかして働いてるのか？まだ言ってなかったっけ？アルバイトをしてるの。アルバイトができる年齢、いや、18歳以上。バイト、そうか、バイトとかしちゃうんだな。と言っても始めたのは春からだから、ついこの間だけどね。今の季節がいまいちピンとこないんだけど、まだ春、夏になってないぐらいかな。和服エプロンってことでいいのかな？そっか、そういう年頃か。ほんと、まだまだ子供っていう印象が。いや、やめよう。おっさんくさい。ところで、レンタロウはもう来てる？レンニー？お兄ちゃん、レンニーと約束？この作品の登場人物、予定を誰かに言わない。ああ、みんなで一緒に。どうしたなんで何？変な目で俺を見たりして。お兄ちゃん？お二人はいとこですよね？いや、この間のお弁当の時にその話はなかったんだ。以前からずっと思っていたのですが、アリチさんはそっちの趣味をお持ちで？以前からずっと。
そっちの趣味？そのですね、確かにお互いのことを知り合うとは言いましたが、お持ちでしょうねじゃないんだよ。これはちょっとさらけ出しすぎではないかと。でもいとこにお兄ちゃん、お兄ちゃん、なんちゃら兄ちゃんとは言われるよね。まさかアリチさんに妹萌えのご趣味がおありとは。違う、おお、シスコーンでありますか。違う、そんなシリアルみたいなのではない。違う。大丈夫です。友達ですからね。受け入れる努力はします。よくわかりませんが、私もお兄ちゃんと呼んだ方が良いですか？それともお兄様？おいとこはお兄ちゃんお姉ちゃん、そうだよね。別に変わったことじゃないよね。普通だよね。小春は昔からずっとそう呼んでるだけで、俺が望んだわけじゃない。お兄ちゃん、一体何を慌てて。巫女姫様にいや先輩、レナ先輩まで。今気づいたの。こんにちは。お邪魔します。デザートを食べに来ましたよ、小春。すげえな、この3人並ぶと。どうしたのお兄ちゃん。このハーレムは何事？いや、そうなるよ。みんなで一緒に遊びに行くことになって、ここでレンタロウと待ち合わせ。へえ、レン兄が一緒なの？迷惑かけちゃうんじゃないかな。ちょっと心配だよ。小中大なんて言うじゃない。大だよ、もう。大特大か。いらっしゃいませ、お客様。おっと、ロカネー、お久しぶり。ロカネ小春ちゃん、今は仕事中でしょ。まずはご案内。そうでした。大変失礼いたしました。こちらにどうぞ。ー。ロカネーが一番大人な雰囲気出てるね。ありがとうございます。実際年は上なんだっけ？俺たちは案内された席に座る。本日はご来店いただき誠にありがとうございます。なんか今までの3人とは違ったこの雰囲気いいね。とてもいいです。巫女姫様までどうぞごゆるりとお過ごしください。ロカネパート1以来だからね。今2、3だと全く出てこなかったんだよね。ありがとうございます。こちらこの店を営んでるマニワだっけ？マニワロッカさん。よろしくお願いいたします。説明するまでもないだろうけど、友武吉野さんこんにちは。で、こちらは日立真子さん。はじめまして、日立真子です。マニワロカです。よろしくお願いいたします。メンギツさん、私もお兄ちゃんと呼んだ方がいいですか？はい。いや、まあ、はいなんだよな。あと、留学生のレナ・リヒテナウアーさん。同じクラスでシナツ層で働いてるんだ。レナ・リヒテナウアーです。よろしくお願いいたします。働きながら留学ですか？大変そうですね。毎日楽しいですよ。皆さんとっても良い人で、日本に来られて本当に良かったと思っています。子や。何か困ったことがあればいつでも声をかけてください。微力ながらお手伝いさせていただきます。ありがとうございます。では早速ですが、美味しいデザートが食べたいです。ここは何を出してるんだろう？あんみつとか出してんのかね？お任せください。こちらメニューでございます。ありがとうございます。こちらメニューになります。ダブル？ありがとうございます。別のテーブル？受け取ったメニューを広げる友武さん。いつもの凛とした面持ちが一気に緩む。お団子、あんみつ、白玉ぜんざい、アイスにパフェ。白玉ぜんざい食べたい。目キラキラかわいい。もしかして巫女姫様って甘いもの好き？いや、もしかしなくても甘いもの好きでしょ。あの顔は。まあ甘いもの嫌いな人の方が少ないよ。でも意外、巫女姫様があんな顔されるなんて。
失礼だけど確かに可愛い。確かに舞を踊ってるところしか見てないとそういう印象になるかな。学院での凛とした姿と舞を踊ってる美しい姿しか見たことなかったけど、あんな顔もするんだね。まあ実際どうしよう、どれを食べればいいんでしょう。かわいいな。お団子、白玉、悩む。表情の差分が多すぎる。すごい。どれも美味しそうで悩んでしまいますね。あんまり家で甘いものを食べてるイメージがないけど。どちらかといえば洋菓子の方がお好きなのですが、洋菓子を置いてあるお店は少なくて。ああ、そうなん。コンビニができてからですからね。洋菓子が食べやすくなったのって。ああ、今コンビニのエクレアとかケーキとかかなり置いてあるもんね。コンビニのあのエクレア好きだ。うちもパフェを置くようになったのは私が経営に関わるようになってからだしね。あー、パフェいいね。確かになかった。こういうところにパフェってあまり置いてないよね。確かに食事どころや甘味どころで取り扱ってるところはあるけど、専門店はあんまり見ないね。あ、これ甘味どころって読むんじゃないらしいね。甘みどころって言うんだっけ、本来。なんかそんなのちょっと前に見た。ここで商売する人はいないの？誰もいないってことはないと思うんだけど、ホーリって山を開いたりもしないでしょ。ほうほう。観光客のおかげでそれなりに潤って空いてる店舗もないから、新規参入はしたくても難しいんだよ。そういえばおじいちゃんが言ってたかも。限界集落みたいになりそうやね。新たに開発っていう話は毎年上がるんだけど、うんうん。今のところは現状維持の意見の方が大きいんだって。10年後が怖いね。開いた方がいろいろ便利なんじゃないの？それはそうだけど、新しい人が増えて街の雰囲気が変わっちゃうのもみんな怖いんじゃないかな。あといろいろ苦労してきた意地もあるかもね。うわー、意地なー。それじゃあ街はダメになっていっちゃうよ。美味しいところだけ座れるのが嫌とか。ああ、まあそういう考え方はあるかもしれないな。日立さんがそっと俺に耳打ちをする。友竹の家がここいらの土地を所有していますから。他にも大きな土地を持っている人には土地を売らないようにお願いしているんです。はえー、大地主。下手に開発を進めると被害が広がってしまう可能性もありますから。はいはいはい。あの山を崩した場合、たたり神はどこに行くんだろうね。なるほどね。そっか、山を開発するとたたり神に影響を及ぼす可能性もあるわけか。それにまだまだここを嫌ってる人もいるから、協力したくてもできないんじゃないかな。小春ちゃんそういうのはしっかり知ってるんやね。さっきロカ姉が言ってた意地もそこら辺が関わってそうだな。まあだからこそうちみたいな店に手を広げるチャンスが転がってるわけだけど。おー、経営者さすがやね。お姉さんいろいろ頑張っちゃうよ。すみません、注文良いですか？はーい、少々お待ちください。それもトリックみたいにタタリが大活躍ですよ。トリックのタタリの話ってどんなんだっけ？なんかトリックスリットしか覚えてないな。さてと、私もいつまでも話してちゃダメだよね。世間話はおしまい。お客様、ご注文はいかがいたしましょうか？白玉ぜんざいがいいな。私はそうですね、和紅茶とプリンをお願いします。和紅茶って何？美味しそう。俺はグリーンティー、あとプリンも頼もうかな。せっかくだから。かしこまりました。少々お待ちください。和紅茶美味しそうだな。いいな。あ、1個飛ばしちゃったな。お辞儀をした小春がロカネと一緒に奥に戻っていく。抹茶パフェ、抹茶パフェ。プリンなんて久しぶりです。しかもコンビニじゃないプリンは初めてかも。楽しみ。まこちゃんは家でプリンは作ってくれないんだ。まあ手間ではあるか。
ここや一帯をゴルフ場にしましょうという人は大体怪奇現象に脅かされるイメージ。いや、間違ってないと思う。プリンでございます。そういう話しか見たことないよね。山を開く話って大体そうだもんね。いい香りですね。確かに。お待たせいたしました。こちら抹茶パフェでございます。抹茶パフェいいな。大物は消毒だ。こちらはほうじ茶ラテとプリンになります。ありがとうございます。ほうじ茶ラテ美味しいよね。ほうじ茶とラテ、牛乳が合うのかってずっと思ったんだけど、飲んでみたらすっごい美味しかったんだよね。それではいざいただきます。本当に嬉しそうな表情でプリンにスプーンを入れる。そして綺麗な卵色のカスタードを持ち上げて、腕を振って美味しさをあらわにする友武さん。こんなにテンションを上げたりするんだ。美味しい。とっても美味しいです。いや、幸せそうで何よりやね。ありがとうございます。ですね、なんというかこう甘くてうまく言えないんですが、とにかく美味しいと思いますよ。早口になってる感じ超かわいい。どう美味しいのかはさっぱりだけど、それが本心であることだけは伝わってくる。ファッキンメージやっぱりファッキンなんだ。パフェ美味しいですね。とっても優しい甘さで、もう腰砕けですよ。優しい甘さ。ほう。なんで畳や温泉が言えないのに腰砕けなんて日本語を知ってるんだろう。本当に美味しいですね、このプリン。ほう。ありがとうございます。まこちゃんが言うからには間違いないね。お、たけるさん、こんなすです。この表情守りたくなる。いや、まさしく。みんな可愛いんだよな。これ作ってるのってロカネのお父さん？結構器用なんだね。そんなに簡単じゃなかったんだよ。本当に苦労したんだから。そうなの？そうだよ。最初は洋菓子なんて作らんって言い張ってたのをなんとか説得してね。まあまあ、あるあるやんね。ずっと和菓子作ってた人が言われると嫌だってなるわな、そりゃ。文句言うぐらいなら経営を任せるなんて言わないでほしいな。厄介ことばっかり押し付けるんだから。それはそう。もう完全に引退させなきゃダメだよ。でも確かにうまい。そんじょそこらのケーキ屋のプリンとはわけが違うよ。おお、相当やね。都会にも負けてないって言われると嬉しいものだね。材料にこだわった甲斐があったよ。そんなにこだわりが？そりゃもう作り始めたら全然妥協してくれなくて。職人あるあるやな。いくら言っても原価を無視して作るんだから頭痛いよ。いや、お父さん経営から解放されて自由やな。経営って難しいんだな、やっぱり。最近はちょっとぐらい高くても美味しければ売れるんじゃないの？少なくとも相手を納得させるだけの美味しさだと思うな。私もそう思います。この味でしたら文句のつけようもありません。いくらぐらいで出してんのかな？ありがとうございます。うまく宣伝できるように頑張ってみます。プリンってケーキ屋さんで買ったらだいたい200円とかいって300円ぐらいかな。それより美味しいって言ってるからやっぱ500円600円で出すぐらいのプリンなのかな。甘味どころは素敵なところですね。ちなみにこれってテイクアウトできるの？できるよ。プリンもパフェもお団子も。いいね。パフェまで？中で出すよりも簡単な盛り付けにしてその分値段も下げてね。ああ、よく頑張ってらっしゃる。食べ歩きできるようにした方がいいかなって。旅先で食べていつかまた食べたいと思わせたら大勝利。そうね、その人はもう一回来た時絶対また来るもんね。ツイッターに上げて拡散じゃ、いやー多分山のように客が来そう。それは買いやすくていいですね。美味
あ、トリップしてらっしゃる。あ、レンタロウくん、ようやく来た。この和気あいあいとした雰囲気は一体日立さんに巫女姫様まてか、また言ってないんだ。で何がどうなってるんだ。巫女姫様と日立さんも一緒に？その辺あらかじめ説明しといてあげて。あ、問題ないよな。そりゃもちろん。まあそう言うやろうけどさ。ありがとうございます。すみません、突然お邪魔してしまって。いやいや、むしろ嬉しい限りいですよ。やまあまあ、レンタロウくんからするとそうでしょうね。それにレナちゃんも。その服初めて見るけど可愛いよ。やばいよ。やばいよ。それは間違いない。やばい？私の服はやばいのでしょうか？いや、かなりやばいよ。いや、いい意味でね。やばいぐらい似合ってるってこと。すさまじく可愛いね。雰囲気も変わっていいよ。意外と和服もいけるね。そうでありますか。ありがとうございます。しっかり警戒しといてや。野望ございます。いや、非常に野望ございますね。白い和服すごいよこれはに金色の髪の毛が生えるっていうのかな。可愛すぎて見惚れたよ。あ、もう、それはもう言い過ぎないよ。嬉しいですが、褒めすぎですよ、レンタロウ。そこまで言われると恥ずかしくなります。いや、マジでからかってないってば。やばいから、マジでやばいぐらい可愛い。語彙の少なさは置いといて、褒め慣れてるな、こいつ。さすがだ。これくらいできないとナンパなんてうまくいかないんだろうな。まさかこんな展開になるとは。今日は楽しい一日になりそうだ。いや、これレンタロウくんラッキーって感じやんね。おやこはるちゃん、なんだよ、なんか用事か？あ、もしかしてお兄ちゃんを取られちゃうかもって嫉妬してる？言ってあげないで。はあ？そんなこと思うわけないでしょ。レン兄が何かよからぬことを考えてるって思ってただけ。本当変なことしないでよ。恥をかくのは家族なんだからね。それはそう分か。ってるよ。さすがに変なことなんてしない。本当にござるか？お前仕事中だろ。ちゃんと働け。カッチーン。やっぱり心配。レン兄のお目付け役として私も一緒についていく。お仕事は？だからお前は仕事中だろ。今日はお仕事早引けする。いいよね、お姉ちゃん。すごい、いよいよ大所帯になりそうなんだけど。ダメ。ああ、よかった。そんな理由で早引けは許しません。お仕事はそんな軽いものではありません。すごい、ロカネまっとうだ。素晴らしい。そんな。どうしてもどうしても。俺も一緒にいるから変なことはさせないって。本当は目を離しちゃダメだからね。いや、ロカネいいね。この常識人な感じがすごくいい。はいはい、小春ちゃんはこっちに来て。お仕事お仕事。やっぱり心配だよ、お姉ちゃん。おお、声が遠くなっていく。で、どこに遊びに行くのかな？さてと。で、結局どうしようか。今日は暑いですから、人混みは避けた方がいいかもしれませんね。確かに。それじゃあ、久々に山で釣りでもするか。釣り、ほう。え、山に入るのか？温泉があるから川の水温も高めで、この時期でも魚が釣れるんだ。この時期でも3月4月春から小春ちゃん始めてちょっとって言ったから5月ぐらいなのかな。むしろ夏になると水温が高くなりすぎて魚の数が少なくなるぐらいだ。お前も久しぶりだろ。すごいな、温泉地ってそうなの？釣り確かに興味はあるけど、女性陣がね、どうか。なんだ、釣りの気分じゃないか？釣りは楽しそうだと思うけど、山に入るのはどうなんだろう。確かに昼間に入る分には問題ないって言ってた覚えもあるけど。日頃からちゃんと舞を奉納してます。
日が落ちる前に戻れば問題はないはずです。ありなんだ。汚れの力が増すのは夜ですから。女性陣釣り OK なの？お昼に入ったことはありますが、一度も遭遇したことはありません。耳もうんうん。特に反応してませんから、たたり神は大丈夫だと思います。その反応でわかるもんなんだ。一応村雨丸を持って行った方がいいかな。山なら村雨ちゃんともすぐ合流できると思うから。そうですね。何もないとは思いますが、一応。あー、なんかありそう。私も念のために矛筋を持っていこうかな。二人の様子からしてもそこまで心配する必要はなさそうかな。でも山に行くならどうせ戻ることになる。釣りで構わないけど忘れ物をしたから一度取りに行かせてくれ。あ、そうだ。だったら巫女姫様、ん？何ですか？バケツを貸してもらえません？おーあとノコギリかナタがあれば一緒に。おー、何するつもりだ？てかもうシティボーイみたいな印象だけど、しっかり田舎っ子なんだね、レンタロウ君は。布で包んだ村雨丸を背負い、俺は山の中に入った。ちょっとドキドキする。一番最初、たたり神と出会ったのはここの道だったしな。レナちゃんの地元って釣りはするの？男の人はよくしていましたよ。とても大きな魚が釣れます。へえ、そんなに。おー。大きければ1メートルぐらいの魚も釣れますよ。1メートルは引きずり込まれるレベル。すごいぞ。そりゃすごい。ところでお前、道具は持ってきてるのか？針と糸はちゃんと用意してきた。なるほど。竿はどうするんですか？ねそれはもちろんここに。竹かな？自前の竿ならここになんて下ネタはやめてくださいね。さすがに引きますから。そりゃそうやな。それで釣りができるかい？いや、むしろそんなことを思いつく日立さんに俺たちの方が引く。なあ、っておい、なんだその無言は。まさか本当に言うつもりだったのか？こっち見ろ。男でもその下ネタ引くね。いや、竿がうんぬんはいきなり言うとダメだね。自前の竿？友竹さん？竿とはどういう意味でありますか？レナちゃん？ソードアートオンラインやんけ。SAO。吉野様とレナさんはお気になさらず。若者のセンスじゃねえだろ。まあ確かにね。そういうの仲間外れみたいで気になるんだけど。いやー、言ってみたいね。そうですよ。吉野の言う通りです。知らないのならば教えてあげたい気持ちはある。おい、本当に竿はどうするんだ？現地調達。いや、別に下ネタじゃなくてナタを借りたのはそのため。そうだろうね。つうか、正臣が背負ってるのはもしかして釣り竿？釣り竿にしちゃう？いや、違う。中身は、まあ、気にするな。ナタで釣りをするんですか？違うよ。そうじゃなくて、ちょっと待っててくださいね。レンタロウは道を外れ、ガサガサと藪の奥へ入っていく。そして何か大きな音をさせ続けること約10分。10分も頑張ってんのすごいな。少し細めながら手頃な長さの竹を担いだレンタロウが戻ってきた。あとは竹の先に釣り糸をくくりつけて、針も結んで、ほい、完成と。すごいぜ、田舎っ子。おお、とても簡単ですね。これが竿。日本ではこうやって釣りをするのですか？誰かレナちゃんにロッドって教えてあげて。もっとちゃんとした釣り道具はたくさんあるよ。でもお遊び程度で道具にこだわりを持っているわけでもなければこれで十分。まあ確かにそれはそうなんよね。別にいいけど、大丈夫なのか？心配するな。こんなお手製でも俺はヤマメとか釣ったこともあるぞ。それはすごい。そういうことだけじゃなくて、勝手に竹を取ったり川で釣りをしたり、
子供の頃は気にせずしてたけどさ。平気平気。ホーリに住む人間には解放されてるからな。ああ、そうなんだ。商売として魚を売るような規模になると問題ですが、個人の趣味の範疇であれば。いいなあ、いいところだ。釣りにタケノコ掘り、山菜摘み。さすがに松茸は生えてないけどな。ここは友竹の所有地ですから気にしなくて大丈夫ですよ。まあ確かにそれはそうなんよね。責任者がいるもんね。友竹さんの家ってお金持ち？そんなことはありません。しがない田舎の神社ですから。どこのご家庭でも山の一つや二つは持っているものですよ。優しい大地主。いや本当にどこの家庭でも山の一つや二つ。いやまあ否定はできないか。うちもそんな感じだったな。じいちゃんだって山を持ってるぞ。なんかしいたけとか育ててた。持ってねえよ。いや田舎はありえる。うちもよくタケノコ掘りとか行ったもんですよ。でも別に金持ちなんて言うほどじゃないだろ。マジで？田舎なんてそんなもんだよ。所詮二足三門の土地だからな。いやーそうなんすよね。持ってるって言うとちょっと怪しいけどね。実家が山奥の方なので自由に入っていい山みたいなのはありますね。観光地では少し地価も上がってるんじゃないの？多少はな。でも大差ない。こんな不便な土地だぜ。もし高値がつくようなら手放す人も増えてもっと揉めてるだろうよ。まあそうやね。開くのも反対されてるもんね。なるほど、そういうもんか。さて釣り竿も用意できたことだし川まで降りますか。私釣りなんて初めてです。お、初めての釣り？私はお父さんと何度かしたことがあります。そうね、1メートルの話してたもんね。まこちゃんは？釣りは私も初めてかもしれません。まあ忍者に釣りはないか。ちょっと意外。日立さんまで初めてだなんて。サバイバルの特訓とかやってるもんだとばかり。区内で仕留めたりつかみ取りすることはあったのですが。なるほどね。ああ、そういうことね。この人は田舎とか以前に常識がずれてるな。おお、綺麗なとこ。思っていたよりも浅くて狭い川ですね。ここでヤマメ釣れんの？魚はちゃんといるのですか？だがそこがいい。さすが忍者。いや忍者素晴らしいね。いざとなったら取ってもらおう。いるよ。ところどころ深いところもあるから。ほら泳いでる影が見えるでしょ。おお。わあ、本当ですね。くのいちにできてほしいこと全部できるよね、まこさん。いやまだ防虫術がわからん。子供が溺れるぐらいの深さはあるからね。一応だよな、マサオミ。あら、また古い話を持ち出しやがって。溺れたことがあるんですか、アリチさん？どうやらそうらしいよ。小学校に上がった頃かな。うん。川で遊んでたら足がつったとかで溺れちゃってさ。子供でも普通に足がつく場所だったんだけどね。大丈夫だったんですか？まあご覧の通りですよ。ロカネーが一緒にいてくれてなんとか。ああ、ロカネー、さすがやロカネー、ありがとう。俺と小春だけだったら助けられなかった可能性もあったんだ。結構危なかったんやね。そういや俺この山で何回も死にかけてるんだな。あの時は足がつってもう片方の足を滑らせて、最後は川底の石に顔を思いっきりぶつけて、うわーマジで。確か前歯を折っちゃったんだ。で折った前歯や川底の石を水と一緒に飲み込んでさらにパニックになって。いや危ないよ本当に。あの時は本当に大変だったな。本人からすると本当に死ぬかと思ったんだよ。足がつく場所で本当に良かった。あと折った歯も乳歯で助かった。とにかく同じ過ちを繰り返さないように気をつけろよ。引き上げるの面倒だから。分かってるよ。そんなすねるなって。男がすねても可愛くないぞ。うるせえ。ほらスカンポ食う？スカンポって何？あ、懐かしいな。スカンポ？何これ、アスパラじゃなくて？あれ知らない？
正式には虎杖と言うんですよ。あ、虎杖なら聞いたことあるけど、どんなものかよく知らない。虎杖？そうなんだ、初耳だ。この竹みたいな植物のこと。中が空洞で、うんうん茎を折るとポンって音がするんだ。確かによく見かけはしますが、へえ。食べられるんですか？竹じゃないんだね。美味しいんですか？美味しいかと聞かれると。ああ、まあ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 、そうだ、美味しくはなさそうか。正直微妙。何せ酸っぱいだけだもんな。決してうまくはないような気もする。でも妙に癖になるんだ。そうそう。見かけるとつい食べたくなったりして。へえ。いや、食べてみたいとまでは言わんけど気になるな。あ、そうなのですか。虎杖食べたことある人いる？なんか見た感じアスパラっぽいけどね、酸っぱい味らしいよ。食べてみる？いいんですか？はい、私も食べたいであります。いや、美味しくないっていう話だよ。じゃあこれ、ありがとうございます。小学校の時の修学旅行で山に生えてたアスパラガスを思い出すけど、あれこれやったんかな。いや、多分そうだね。アスパラは多分山に自生はしないはずだから。まず皮を剥きます。皮を剥きます。はい、剥きます、剥きまはいはい。そして一気にかじります。す。かじります。ガブッ。かわいい。しょっぱい。あ、これはわさびほどではありませんが、なかなかきますね。でもなんかちょっと気になるな。嘘つき。騙しましたね。こんなの生で食べるものじゃありませんよね。そんなことないよ。小春だって生で食べてたよ。酸っぱい。そうそう、この味だ。懐かしい味だよな。本当に生で食べるんですか？こんなにしょっぱいのに。なんとも言えない味ですね。酸っぱいってのはやっぱ怖いよね。野生に生えてるもの口に入れて酸っぱいとうえってなると思う。そもそもスカンポって料理できるのかな。塩かけるぐらいは聞いたことあるけど。酸っぱい系の山菜で料理って言うとピンとこないね。確かに食べれるんだから料理できないってことはないだろう。できますよ。オーソドックスなのは虎杖の炒め物や天ぷらですね。そうなんだ。とりあえず米にぶち込め。米に酸っぱい山菜を米にぶち込むのか。食べれるかな。そういえばたけるさん、小学校の時の修学旅行で山に生えてたアスパラガスって言ったけど、どこの山に行ったの？なんか修学旅行で山に行くってどこの話ってなったんだけど。生以外の食べ方なんて初めて知った。いつも生で食べているんですか？なんかお腹壊しそうやんね。俺らはおやつ感覚で食べてたから。こんなに酸っぱいのにおやつになるんですか？食べてるとそれが癖になってくるんですよ。そうなんや。そういうものですか。ちなみにその酸味はシュウ酸なので体にあまり良くないのはご存知ですか？マジっすか？マジっすか、まこ先生。六甲山小学校の時だから林間合宿だった可能性もありそう。なんか林間合宿っぽいな。なんか修学旅行でわざわざ山に入るような印象があんまりないんだよな。料理するときはまず酸味を抜きますしね。六甲山か登ったことはないな。近くにはあるんだけどね。やっぱ生で食べちゃまずいのかい？今さらそんなことを言われても、もう食べちゃったよ。と言っても食べ過ぎるのは禁物という程度で気にするほどではありませんよ。銀杏と同じ感じかな。じゃあびっくりした。脅かさないで、もう。あんまり体に良くないって程度だもんね。申し訳ありませんでした。もし気になるのでしたら今晩にでも作ってみましょうか。まこちゃん好き。私食べてみたい。私も板長にお願いしたら作ってくれるでしょうか？いや、板長なら余裕よ。しげさんなら作ってくれるんじゃないか。では試しに持って帰ってみましょ
どうせですからうんうん。他にも山菜を集めて今夜の夕食に使いましょうか。おお、楽しい山登りになってきたね。そういうことなら釣った魚も持って帰ればいいよ。多分何匹かは釣れると思うから。いや、すごい楽しくなってきたな。それは助かります。それだけあればお買い物に行く必要はなさそうですね。それでは私は釣りではなく、山菜を集めに行きたいと思います。うわー、忍者の得意分野。私は釣りをしてみたいのですが、いいですか？私も日本の釣りをしたいです。うんうん。竹の釣り竿に興味津々であります。お、興味ビンビンですか？若干下ネタに聞こえなくもないな。すいません。言うな。お前はどうする？そうだな。選択肢だよね。単独行動もできんの？セーブ画面だよ。一応セーブしとこうか。これまあ一応そのあれだね、吉野ちゃんルート狙ってるので釣りに行こうか。俺も釣りにしておこうかな。それでは私は山菜摘みに行ってきますね。マコ、気をつけてね。何かあったら大声を出して。山での単独行動は単純に危険では、多分純粋に危険。まあ多分ね、下手すりゃバッドエンドルートかなとは思った。あ、それが村雨ちゃんじゃない？村雨ちゃんと合流するんじゃない？はい、ありがとうございます。それではまた後で。そう言って日立さんは山の斜面をひょいひょいと登っていく。あの様子なら心配する必要なんてなさそうだ。さてと、それじゃあ釣りだ。なあなあ、巫女姫様には俺が教えてもいいか？構いませんが。何その目、信用なさすぎて傷つくわ。じゃあなんでわざわざ言いに来たんだよ。だってクラスでの噂を聞くとな。変なことはしない。これを機にちょっと話をしてみたいだけ。ほう。巫女姫様と遊びに行けるなんてめったにあることじゃないからな。これはね、セーブ画面だよ。さっきも言った通り吉野ちゃんルート狙いなのでやっぱダメです。お前の気持ちは分かった。でもダメ。なんで？一応念のために小春にも言われてるしな。友武さんには俺が教える。ケチ。へへんだ。ま、いいけどな。お前は一応婚約者なわけだし、レナちゃんとも仲良くなりたかったしな。おお、そっちはそっちで危ねじゃあレナちゃん、俺が竿の使い方を教えてしんぜよう。よろしくお願いいたします。え。なんともないといいけど、まあ大丈夫かな。一応言っておくけど。わーってる。手を出したりしないって。本当か？今日は純粋に遊ぶだけ。じいちゃんに頼まれたことだしな。まあじいちゃんが怖いもんな。分かった、信じる。そっちは任せた。おう。じゃあ俺たちはあっちで釣ろうか、レナちゃん。よろしくお願いいたします。俺たちも始めようか、友武さん。はい。それで釣りの仕方を教えてもらえますか？正臣くん釣り大丈夫なの？もちろん。じゃあまずは餌だね。何か特別な餌を使ったりするんですか？あ、これお嬢様には厳しいんじゃない？全然普通のどこにでもいるミミズなんだけど。ミミズ平気？はい、大丈夫です。マジかよ。意外。レンタロウにあらかじめ渡されていたミミズ。友武さんはためらいなく手を伸ばし、ブチンとミミズをちぎって針にミミズをつける。すげえ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 ぞ。この姫様すげえ。何ですか？いや、大したことじゃないんだけど、ミミズ触れるんだ。ミミズ触れない、気持ち悪いとか言うんじゃないかと思ってたけど、そんなことは全くなかった。むしろ俺よりも躊躇ない気がする。虫関係は自分で対応しないと家でもいろいろ出ますからね。はあ、まあ田舎へとそうか。そうなの？カメムシですとか、梅雨の時期になったら朝起きたらムカデが枕元なんかにも。いやーん。
苦手ですか？あれ得意な人はいないでしょ。噛まれたら腫れるし、出てきたらどうするの？基本は殺虫剤ですね。なければお湯でしょうか？まあそうなるわな。そうなんだ。田舎怖い。女の子なら虫が苦手かと思ったけど、現地の人は強いな。振りかぶらなくていいから皮もでいいのかな。顔もに外入れる感じでいいから。はい、わかりました。ムカデの回復アイテム、あれもバイオハザード7やってるときうわーってなってたよ。緊張した面持ちで川に釣り針を入れる友武さん。魚が食いついたら軽く竿が引っ張られるから、そしたら竿を上げる。引っ張られるってどんな感触なんでしょう？キュン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 ってくるよ。感触っていうほどのものはあったかな。まあ引かれればわかるから。そうなんですか。今ピクンって。おややだ、ビクビクしてます。おやなんかエロいな。いいんですか？あげちゃっていいんですか？ああ、うん、いいよ。ちゃんと食いついてます。釣れました。すごいね、1投目でいきなり釣れたんだ。これはなんていう魚ですか？鮎ですか？イワナですか？なんだろう。俺も暇つぶし程度にしかしたことがないから細かい種類まではわからないけど、ただのハヤかな。ああ、じゃあちっちゃいやつやね。食べられるんですか？大丈夫、ちゃんと食べられる。バケツに入れて持って帰ろう。はい。それじゃあ糸をたぐって引き寄せて針を外す。手元に引き寄せて、ビクンビクンってやだ、ぬるぬるしてます。なぜそう無意識にエロいのか。やだ、ぬるっとしていてちょっと苦手です。ムカデに冷静に対応できるのに魚は無理なのか。俺からしたらムカデの方がよっぽど嫌だけどな。それにミミズにはあんなに普通に触れたのに、すごい不思議な感覚だ。俺が外そうか。いえ、ここまで来たら最後まで自分でやりたいんです。魚がピチピチしておる。さりげない集中線さほどさりげなくもないと思う。ついね、ああいうところでは集中線がね出ちゃうんですよ。そう、それならでもアドバイスをもらえませんか？アドバイスって言われても、そのヌルヌルに耐えて針を外すってこと以外は特にないんだけど。そうですか。耐えるしかないんですか。意を決して魚に手を伸ばす友武さん。ビクビクのヌルヌルで。で針を抜く。その時怪我しないようにだけは気をつけて。はい、針で怪我をしないように。そっと取れました。またビクビクって。手を離さないで。早くバケツに。バケツの中をぐるぐると泳ぎ回る魚。なぜか葉っぱを、俺はなぜか葉っぱを入れて、何枚か葉っぱを入れて日陰を作ってやる。私が釣ったお魚さん。友武さんは嬉しそうにバケツの中を眺めていた。無邪気な顔も可愛い。というより、こうして無邪気に笑っている方が俺にはより魅力的に見える。何ですか？いや別に何でもないよ。嘘です。あら、即答で思いっきり否定されてしまった。今絶対に何かごまかしましたよね。あら、聞きたいですか？いや、そんなことはないでありますよ。どうして口調がレナさんみたいになっているんです？怪しい。いや、もう言うたれ視線が魚から俺の方に移動する。まるで俺の顔を覗き込むように
ぐぐっと近づいてくる友武さん。近い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 。あ、顔をそらしました。いや、それは童貞なんだから仕方ないじゃないか。近距離で見つめ合うとかできなくても。なんか心臓がバクバクしてきた。この音、友武さんに届いたりしないよな。本当に何でもないから。さあ、もっと釣ろう。今日の夕食にしなくちゃいけないんだから。わかりました。もう言うたれ言うたれ、全部言うたれ。いぶかしんではいるものの、しぶしぶ引き下がる友武さん。そしてようやく俺の心臓も多少は落ち着きを取り戻す。可愛い女の子のアップは心臓に悪い。まだドキドキする心臓を抑えながら俺も釣りを始めることにした。特に問題が起きることもなく楽しい時間は過ぎていく。釣りや山菜集めは思った以上に気が楽になった。そこに関してはレンタロウに感謝だ。イベントグラフィックが全く出てこないね。空がオレンジになる前に俺たちは山を降りた。短い時間だったけど十分に楽しむことができた。そして何より今日の収穫である川魚と山菜。全員で分けるにはちょっと足りないけど、レンタロウは持って帰る必要はない。ということで俺たちとレナさんで分けることになった。今日は本当にありがとうございました。とても楽しかったです。可愛い服を買って釣りをして魚まで手に入れて。確かにレナさんは今日楽しかったんじゃない？いや、俺も楽しかったから。はい、私も楽しかったですよ。美味しそうな夕食も手に入ったことですしね。いや、よかったよね。今日はいい一日だった。いや、ほんとよかったんじゃない？それではかなり良かったと思う。私はこの辺りで失礼いたします。途中まで送っていくよ。それには及びません。道は覚えておりますので。今のさりげなく危ないな、こいつ。それでは皆様、また学院で。はい、また週明けに。週明けに、今日土曜日だっけこれ。板長さんがどのように料理したのか教えてくださいね。わかりました。それでは皆様、お達者でー。かわいい。勢いよく手を振ってレナさんは坂を駆け下りていく。それでは私たちも帰りましょうか。今日はありがとうございました。クラムくん、機会があったらまた遊びましょう。お友達が増えた感じじゃない？それでは失礼いたします。じゃあな。歯切れが悪いのどうした？やっぱ全然脈がなさそうだな。そりゃそうよ。ただいま。元気な吉野ちゃん。ただいま戻りました。おかえり。夕食の方は大丈夫かな？もし大変なら出前とかたまには外食をしようか。お父さん優しい。いえ、大丈夫ですよ。今日は山菜を摘んでお魚も釣ってきましたから。バッチリよ。このお魚、私が釣ったの。元気いっぱいだったから身も引き締まって美味しいと思う。へえ、それは楽しみだ。お父さん嬉しそう。いいね。今日は楽しかったかい？いい。こういうシーンすごい好き。とっても。甘いもの好きや釣りを楽しんでいる友武さんは今までには見られなかった姿だ。あんな楽しげな友武さんを見たのは初めてで可愛かったな。その余韻が未だ冷めないのか、友武さんは嬉しそうに部屋に戻っていった。村社会で危険な男として見定められたら罪そうではある。まあでも実際はね、村からは出ていくだろうしね、そのうち。さて、私も下ごしらえをしないと。観光地だから観光客に手出してるもんね、彼は。正臣くん、はい、何ですか？あの子のあんな顔は久々に見たような気がするよ。本当にありがとう、正臣くん。いえ、お礼を言われるようなことじゃありません。俺も楽しんでただけですから。そうか。
あの子と一緒にいてそう思ってもらえるなら僕としても嬉しいよ。いや、そうだよ、お父さん。お父さんも辛いもんね。おう、ご主人、おかえり。村雨ちゃん帰ってきてたんだ。ただいま。今日は村雨ちゃんの方が早かったのか。少し早めに切り上げた。なんか見つかった？ところでご主人、今日は山の中におったであろう。はい。何か問題あったか？昼間に入る分には問題ないと思ったんだけど。別に怒っておらん。問題ないのだが、我が輩は息抜きしろと言ったはずだぞ。村雨ちゃん、自分も調査に来たと思ってんだ。それはちょっと違うんだ。人混みを避けて山で釣りや山菜摘みをしてただけ。ちゃんとリフレッシュしたよ。友武さんもすごく楽しそうにしてた。そうか。ならばよい。ならば良いんだ。すごい、村雨ちゃん。すごいです。ありがとうございます。満足そうにうなずく村雨ちゃん。自分だけのけ者にしてとか言わないのがすごい。では、そんなご主人に報告がある。おっと、ありますか？何でしょうか？報告って、まさか。見つけたのだ、ご主人。見つけたのですか、村雨さん？例のかけらか？それは一体どこで？落ち着けご主人。もうすぐ日も沈む。夜の山に入るつもりか？それは危ないね。わかった。じゃあ明日のトレーニングの後に取りに行こう。しかしよく見つかったな。あの広い山の中で。おう。セーブ画面です。これは友武吉野さんと関係ないところであればいいよね。下がったりしないよね。本当にありがとうな。よしよし。一瞬驚き照れるように身をよじりながらも逃げるような様子はない。存分にいたわって構わぬぞ、ご主人。じゃあもう少しな。にしても大変だったろ。俺なんてあまりに何も見つけられなくて途中で心が折れそうになったよ。ご主人。あら。大丈夫？スケコマしポイント溜まったりしない？いや、そんなポイント、そんな裏ポイントあるかな？ナンパゲージ、コアハゲージとか出てくる感じ？なんだよ。何も見つけられなくてとはどういうことだ？息抜きしておったのではないのか？我が輩に嘘をついたのか、ご主人？いや、そういうわけではなくて、まあまあ落ち着け。ご主人、卑怯だぞ。頭を撫でると顔がにやけてしまう村雨ちゃん。ちょっと面白い。だから我が輩で遊ぶでない、ご主人。かわいいな。あら、ここに飛ぶのなんかあった？そろそろ資料だけでなくこのかけらも直接調べてみないといけないんだけど、とはいえどう調べたものかな。なんか怒る？見る限りでは普通の石にしか見えないしね。そっか、かけら手に入れてから夜は初めてか。とりあえずいろいろしてみないことには。なんか不穏？これが本当に水晶なら高度はかなりあったはず。まずはそこから調べてみるとして、少しぐらいなら削ってみても大丈夫かな。細かいかけらでも試してみたいことがあるし。やれやれ。まるで錬金術師だね、これは。いろいろ、でもそういう分析とかもするんだね。お湯をかけよう。ムカデじゃないんだから。よし、こんなものか。さてと、あとはこれを試してみるか。すごい、この人めっちゃ独り言言うやん。そんな、まさかこんなことが本当に？あら、なんか分かっちゃったの？
ちょっと何？洗練板下。何が分かったんだろうね、今。気配感じるか？昨日我が輩が見つけた場所から全く動いておらん。そうか、よかった。削っても治る。こんなことかって言ってたからね。パッと見てわかる変化なんだろうね。しかし、変わり映えしない景色。村雨ちゃんが言うような気配を俺は全く感じられないけど、どっこに言うてるで。直前の考えを否定するかのように心臓が大きく跳ねた。それは軽い痛みを覚えるほどの激しさ。こんなのは初めて。いや、違うか。以前にも感じたことがある。かけらを拾ったあの夜もこんな風に心臓が反応していた。ご主人、俺もかけらを感じたかも。それはまことか？ちょっとどうなんのめっちゃ気になる。その理由はわからないけど、村雨ちゃんの案内がなくてもかけらがどこにあるかわかる。あの夜を再現するように視線が惹かれる。導かれるように俺はその場所にしゃがみ込み、落ち葉をのけると、やっぱりやった。ご主人も気配を感じるのか？きっちり感じてるね。どうかな。こうして手に取ってしまうと何も感じないんだ。ただ、なんていうか、見つけてほしいって声が聞こえるような。声？いや、実際に声が聞こえるわけじゃないんだ。あくまでそういう感覚。村雨ちゃんの感覚が俺にも関係してるのかな。いや、我が輩の感覚がご主人にまで影響を及ぼしておるとは考えにくい。そうか。このかけらも駒川の者に預けるのであろう。その際に伝えておいた方が良い。そう、そっちの分析が気になるんだよね。だな。おはよう、アリチ君。さあ、朝早くからすいません。それは構わないんだけどね。教えて。わざわざこんな時間に連絡をくれるなんて何か問題が？問題ではなく、かけらが新しく見つかりました。それはまたお祓いをして？今回は村雨ちゃんが見つけてくれました。そっか。じゃあ他にもかけらが散らばっていても不思議はないということだ。前回と比べて何か気になることは？教えて、もう気になって。違いではないんですが、一つ思い出したことがあって、山の中で感じたことを詳細に報告する。と言っても軽い動悸が起きた程度だけど。それは今回だけじゃなく前回も起きていたのは間違いないんだね。そうだね。はい、すいません。あの時は全然気にしていなかったので。それは構わない。それで特には前回と変わったことはないと？はい。そうか。わかった。報告ありがとう。今日そちらに行ってもいいですか？かけらを渡したいので。来るのはもちろん構わない。うん。ただし申し訳ないが、お？夕方以降にお願いできるかな。日曜日は往診をしているんだ。だから診療所にもいなくてね。よかった、普通の理由だった。どこかで待ち合わせしても俺は構いませんが。かけらの受け渡しだけならそれで構わないんだけどね。有地君や吉野様に報告しておきたいこともある。少し話が長引くと思うから。今聞きたい。何か分かったんですか？ああ、いや、申し訳ない。報告と言ったのは少し大げさだった。先に言っておくけれど大きな進展はないよ。ああ、そうなの？なんかすごいことが分かったみたいな感じだったけど。ただ普通の医師とは明らかに違う事象を発見した。まあ途中経過のようなものだと思ってほしい。ほー、じゃあさっきふんぞいさん言ってた削っても治るっていうのはありえるかもしんないね。そうですか。わかりました。それじゃあお邪魔させていただきます。よろしく。また後で。通話は終了したものの、俺はその場で足を止めて考えてみた。途中経過ってなんだろう。
駒川さんは期待するなと言ったけど、どんな話をされるのか気になるな。少し遅かったですね。いつものトレーニングと違ったんですか？今日これは日曜日かな。折れても治る刀がいますからね。確かにな。治っても全然不思議じゃないね。トレーニングはいつもと同じだったんだよ。他に用事があってって別に隠す必要はないか。言いながら俺はかけらを取り出してテーブルの上に置く。これってあのかけらですよね。そうです。同じかけらではないぞ。一つだけだが新しく見つけることができたのだ。トレーニングの後これを取りに行ってたから遅くなっちゃって、もっかかけら探しみたいなのがしなきゃいけないのかな、この先。本当にあったんですか。このこと水葉さんには？もう連絡してる。この前渡したかけらのことで話があるから夕方以降に来てほしいって。何か分かったんでしょうか。本人は期待しないでって言ってたよ。あくまで途中経過だってさ。どんなお話なのか気になりますね。ちょっと予想もつかないな。直接聞くしかあるまい。ここで考えても仕方ないぞ。それはそうなんよな。夕方までどうするかっちゅう話ですよ。とにかくすべきことをしよう。今日は早めにトレーニングを終わらせないとな。じいちゃんに頼んで早めに行ったトレーニングはいつも通り問題なかった。いや、いつもとは少しだけ違うか。気が散漫だと怒られてしまった。確かに俺は報告のことが気になっていまいち集中できていない。何をしようとしても身が入らない俺は自分のことをするのを諦めた。何するの？わあ。そしてなんとなく友武さんが行う舞の奉納を俺は静かに眺めていた。相変わらず綺麗だな。長年手を抜くこともなく続けられている舞。事情を知ってから見ると美しいだけではなく努力が伝わってくるようだった。一息吐く友武さんに俺はタオルを差し出す。はい。ありがとうございます。とても綺麗な舞だよね。子供の頃からずっと練習していますから、これぐらいは。でもどうしたんです？わざわざ舞の奉納を見るなんて面白いものでもないでしょ？実は駒川さんの報告のことが気になって集中できなくて、それでここに。その気持ちはわかります。そう、さっきの舞にそんな素振りは全く見えなかったけど。さすがに上の空では奉納を失敗してしまうかもしれません。失敗したらどうなんのやろう。大切なお務めをおろそかにはできませんよ。奉納に失敗とかあるの？もちろんです。順序正しく舞う儀式なんですから。はあ、そっか。舞はゆっくりした動きなので覚えるのはそう難しくないとは思う。けどゆっくりであるからこそ体力は使うはずだ。最後まで綺麗に踊れる友武さんには見た目以上に体力があるんだろうな。アリチさんはもう用事は済ませたんですか？今日すべきことは一応。それではそろそろ診療所に行きましょうか。おお、展開が早くて助かるぜ。そうだね。日も傾いてきてる。いい頃合いだろう。ん？あ。いえ、そんな。この反応、もしかして。必死に耐えようとする友武さんだが、我慢の限界といった声がこぼれる。そして巫女服に包んだ体が大きく震えて。ニョキッとね。大丈夫？はい。いつものですから。問題はありません。またお祓いに行かないと。でもそれは夕食の後でいい。まずは駒川さんの診療所で話を聞こう。そうして俺たちは診療所に向かっているのだが、ダメだ、出てくれない。俺はゆっくりと首を横に振る。
さっきから駒川さんに電話をしているのだが、全く反応がない。留守電に切り替わるばかりだ。どうしたんだろまだ往診の途中なのかも。う。いや、不穏ですよ。ここまで来たんだ。とにかく行ってみよそうですね。おや、正臣？診療所に向かう途中、中居姿のレナさんと遭遇した。吉野とマコンも一緒でどこかにお出かけですか？ちょっとね。レナさんはどうしたんですか？届け物を終わらせまして今から帰るところなのでありますよ。あ、その格好で行ったり来たりしてんの？ご主人たちの知り合いか？村雨ちゃん初対面か。そっか、村雨ちゃんは初めて会うか。レナ・リヒテナウアーさん。ほら、俺が案内を頼まれてたじいちゃんのところで新しく働き始めた子だよ。ああ、そうか。そういえば偉人であったな。ところで吉野、私も質問よろしいでしょうか？あっと、これは？はい、何ですか？どうして獣耳を頭につけているんですか？そうだよね。今見えてるよね、きっと。おっと？その耳です。どうしてそんなものをつけて出歩いているのでしょうか？いや、本当になんで？いや、バレてーらって感じだね。レナさん、もしかして見えてる？吉野がつけている耳のことでありますか？趣味ですわ、まずいな。もちろん見えておりますよ。全然隠れていないじゃないですか。そんな、まさかもう誰でも見えるほど強力に。あ、これどんどん強力になっていくもんなの？ま、多分そうではないんだろうけど。それじゃあ私は今まで他の人に見える状態で歩き回って。いや、それはおかしい。耳が生えたのはあーそうか夕方であろう。いくらなんでも早すぎる。放置してると他の人にも見えるようになってくるんだ。レナさんにもそのうち生えてくるんやね。なんて適当なことを。ここまで何人もすれ違ったけど、そんな視線を送ってた人は誰もいなかった。周りから犬付きと呼ばれるような土地で獣耳をつけて歩いて視線を集めないはずがない。それが巫女姫様となればなおさら。だから普通の人には見えていないはずなのに、どういうことなんだ？あと、その子はどちら様でしょうか？どなたかの妹さんですか？わお！とても可愛らしい少女でありますね。これはこの土地の演者ですか？シカトされてしまうとちょっと傷ついてしまいますですよ。どういうこと？妹とは、もしや我が輩のことか？海外から来てそんなことある？私、レナー・リヒテナウアーと申します。はじめまして。自己紹介するレナさんの視線は完全に村雨ちゃんに向けられていた。まさか、いや、でも間違いない。よろしければお名前を教えてもらえませんか？村雨だ。村雨？わお、素敵なお名前でありますね。初めてその名前聞いて素敵な名前って言えるのもすごいな。ありがとう。レナ・リヒテニャウアーもいい名前だと思うぞ。村雨ちゃん可愛いな。ありがとうございます。でも、リヒテナウアーです。猫ではありませんよ。あら、お姉ちゃんって感じ。リヒテナウアー？はい。でも、気軽にレナと呼んでくださいね。子や。お主。お主？なんでありましょう？あ、いや、なんでもない。何？完璧に会話してるよね。にゃー、リヒテニャウアーさん。リヒテニャウアーさん可愛いね。犬と猫になっちゃう。はい。これは一体どういうこ
ことでしょう。いや、本当にどういうこと？村雨様が見えていることは間違いありませんね。理由はさっぱりわかりませんが、なんでだろう。今までにこんなことはあったのかな？聞いたことがありません。村雨様の驚きようから考えても初めてのことだと思いますが、もし理由があるんだとしたら、友武さんの耳が見えてたのも同じなんじゃないかな。他の人には見えていない。よかったー。多分村雨ちゃんの姿が見えてることを考えると、そっちの方が自然じゃないかな。よかった。まあよかったね。それはよかったよ。でも問題はレナさんが見てしまったことですね。このまま返すわけにはいかないよね。見える原因を探さないといけない。駒川さんに伝えておいた方がいい。それに友武さんの耳や村雨ちゃんのことを他の人に言われても困る。なんでしょうか。そんなに見つめられると困るのですが。ほら、拉致じゃ。レナさん、誠に恐縮なのですが、このまま私たちと一緒に来てください。はい。恐縮とは一体。申し訳ありませんが、お付き合いください。何ですか？神隠しでありますか？私仕事に戻らねばならないのでありますが。まだ今から仕事大変やな。まあ夕方やもんね。じいちゃんには連絡しておくから。ちょっとお待ちを。レナさんは友武さんと日立さんに拘束され、半ば強引に診療所に向かうことになった。その途中、俺は隣を歩く村雨ちゃんにそっと声をかける。今のどういうことかわかるか？いや、我が輩にも何が何やら。ただ、あの者からは妙な気配を感じる。これでも、友武さんと接触した時にビリッと来てたから、汚れ側ってこと？レナさん。妙な気配って？例のかけらの気配にどこか似ておる。不思議な気配なのだ。何？あのかけらに？どういうことなんだろここは？う？診療所着いた？私がよくお世話になっているお医者様の診療所です。はあ、本当にどうしてこんなところに。いや、本当まあ、いきなり連れてこられるとそうだよね。そのお医者様に相談があるのですが、レナさんにも一緒にいてほしいんです。申し訳ないと思うけど、お願いします。じいちゃんには連絡を入れて許可をもらってるから。わかりました。皆さん面白半分ではなさそうですので。いや、真剣よ。ありがとうございます。それじゃあ。診療所にたどり着いた俺は試しに扉に手をかけてみた。あれ？鍵が開いてる。うわ、不穏。出かけているわけではないようですね。大丈夫？田舎は鍵をかけないとか？昔はそうだったかもしれませんが、さすがに不用心ですよ。さすがに診療所に鍵をかけないのはまずいよね。観光客も増えましたからね。鍵をかけるのが普通です。そういえば駒川さんは医者になるために外に出てたんだよな。医者である以上診療所には大切なものも置いてあるはず。なら鍵をかけるのが普通だ。ごめんください。扉を開けて呼びかける。だが返事はない。診療所の中は静かなもので、もう一度声をかけようと口を大きく開く。だが声は出なかった。開いた扉からまるで冷気でも漏れ出ているように背筋がヒヤリとする。嫌な気配に冷や汗が吹き出す。アリチさん、何か変です。何？吉野様？さっきから耳が、頭の耳がピリピリして。どういうこと？
レナさん、どうかしたんですか？いえ、大したことではないのですが、少し頭痛が。レナさんの方にも異常が出てる。なんだろうな。頭痛？俺だけじゃない。友武さんも何かを感じている。そしてレナさんまで。まさか。その瞬間、弾けるように飛び出し、土足のまま診療所の奥に向かった。ご主人！緊迫した厳しい声。だからこそ予感が正しいことを確信する。あらまあ。部屋はひどい惨状だった。本棚が壊され本が散らばり、壁も床も傷だらけ。不用意に中に入るでないご主人もにゃっぷ。そのありさまに呆然と立ち尽くす俺の背中に村雨ちゃんがぶつかる。背中を押されて倒れかかった俺の頭上を。うわーお、黒い塊が通り過ぎた。いや、敵襲よ、敵襲よ。なんでこんなところにいる？山を降りてきたのか。そんなバカな。とっさに手に力を入れるが、手のひらには爪が食い込むのみ。村雨丸は部屋に。背筋が凍り、恐怖で体が硬直する。目前に迫る触手に何もできずに。お、さすが忍者。素早く割って入った日立さんが触手を弾き返す。怪我はありませんか？ごめん、日立さん、大丈夫だから。なんでありますか、あれは。生き物？ダメ出てきちゃダメだよ、危ないよ。鍋の具材にしてやる。いや、できるか？かなりピンチだよ今。近寄っては危険です。皆さん下がって。いや、ここは引くのだ。い村雨丸か寝具を取りに戻るしかない。や、現状まこちゃんに頼むしかないよね。でもたたり神をこのままにしておくわけには。だがここにいても払えぬであろう。というか先生どうしたの？それはそうですが。ここは私が時間を。さすが忍者。再び迫る触手を日立さんは正確に弾き返す。だがそこでいつもとは違う予想外のことが起きた。ん？弾かれた触手は狭い室内で激しく暴れ回り、壁や天井、本棚をはじめとした家具を叩き壊していったのだ。本棚が倒れ、天井の一部が崩れ落ち、部屋の中に埃が舞い上がった。視界が。わあ、やばい。焦りの混じった日立さんの声が上がると同時に、その埃が切り裂かれた。まずい。日立さん？吹き飛ばされた日立さんが壁に叩きつけられ、部屋を揺らす。受け身も取れずに崩れ落ちる日立さんに立ち上がる気配がない。まずい。息はあるようだが、意識は失ってしまったらしい。まず、しっかりして頼みの綱の忍者がまずいよ。マコを連れて一旦引くしかない。逃げ切れる？けど、たたり神が外に出て暴れるかもしれない。ここで何とかしないと。とにかくレナさんだけでもここから逃げて。何がおい。先に動いたのはたたり神だ。翻った触手、その先には。おい。一般人に。なんで俺や友武さんじゃなくレナさんに？くそ！レナさんをかばうように立ちはだかる。構わずに振るわれた触手によって俺の体が床に叩きつけられた。まずい、逃げないと。でも目の前がクラクラして体が。お、スラックさんこんばんは。学校じゃなくてね、これ診療所なんすよ。今診療所の先生が
前回終わりの時に見つけた水晶、透明のかけらみたいなのを調べてくれて、その結果を聞きに来たらこれですよ。そうなんです。診療所なんですよ。動けない俺に友武さんが飛びつき、たたり神から引き離す。うわ、大ピンチやぞ。目の前で床板が叩き割られる。こんなの頭に食らってたら。想像しただけで肌が泡立つ。ありがとう、友武さん。それより友武さんの視線の先、蚊の首をもたげるように触手がうねっていた。だがその狙いは倒れた俺ではなく、なんでレナちゃん？レナさん！全員目を閉じるのだ。おお、村雨フラッシュ。ほんまに村雨フラッシュ。パンと手を打ちつけると同時に村雨ちゃんが強い光を放った。視界を奪うほどの光にさすがのたたり神もたじろいたのか、距離をとってこちらの様子を伺っている。その隙に俺たちは後ろに下がって距離を取った。今のは我が輩に宿る心力を無理やり散らしたのだ。めっちゃ負担強そうなんですけど、大丈夫？あれが何かは分かりませぬが、逃げた方がいいです。危ないですよ。レナちゃんがその結晶を持ってるか。なくはないのかな。この状況で背中を見せると逆に危ない気がする。友武さん、レナさんと一緒に日立さんを連れて逃げて。そんな、アリツさんを一人残していくなんて。いやでもそうするしかなくない？けどこのままたたり神を外に出すわけにはいかないよ。村雨様のさっきの力では払うことはできないんですか？いや、それはちょっと厳しいんじゃない？すまんが、目くらましが精一杯だ。何かに心力を宿らせることはできないか？マコの区内ならありますが。区内か。足元を見回しても区内と似たような長さの木片しかない。刀の代わりにできそうにない。実質太陽剣。そうやね、木を光らせてピカーンやもんね。ただのものに心力は宿らぬ。ほんの一瞬強引に宿らせることもできないのか？無理やり流し込むとしても、せめて我が輩とつながりがないと。そうか。じゃあ俺の体に心力を宿せないか？鉄じゃないし村雨ちゃんとつながりもあるだろ。いや、それは。あら、できんのかな？憑依合体。見てみたい。オーバーソウルが見たい。できるんだな。だったら。しかしだな。回避間に合わん。早い、よけいなしぐっ。ご主人。左腕に走る灼熱のような痛み。こんなのそう何度も何度も耐えていられない。マサウビサス、やはり拳か。いや、拳で決着つけよう。村雨ちゃん、聞け。人の肉体に心力を宿すなど負担が大きすぎる。だから我が輩もこうなっておるのだ。いや、現状やるしかないんだよな。他に現状を打開できるアイデアがあるか？だがそれにしたって多少時間が。私でも少しぐらいなら。どうするつもり？ダメ、危ない、危ない。落ちていた木材を拾い、友武さんはたたり神に投げつけた。頑張ってる。命を燃やせー。わけが分からぬままレナさんも真似をするように一緒になって木材を投げつけている。命燃やしちゃまずいんじゃないか？いけるか？相手からすれば大したことはないだろう。それでも反射的な動きでその全てを弾き返していく。痛むからな。覚悟しろご主人。痛いの？この隙を無駄にすることなく村雨ちゃんが俺の顔をひっつかんだ。しかしたたり神って一般人にも見えるのか？これね、レナちゃん特別なんですよ。レナちゃんなんかね、毛も耳も見えるし村雨ちゃんも見えてんの。なんでかはまだわかんない。そして
やったさすが村雨ちゃん、俺たちにできないことを平然とやってのけるってやつ。ズキュン、そうそう、それそれ。やりましたね。予想外の出来事に一瞬頭が真っ白になった。柔らかで温かい感触。女の子は唇まで柔らかいのか。そんな場合じゃないと分かってはいても、やはり感想が頭に浮かんでしまう。言うとる場合か。確かに。なぜいきなりこんなことを？不意に触れ合う唇から熱が流れ込んできた。いや、これはそんなもんじゃ済まない。熱湯でも流し込まれたみたいに体の奥が熱くなる。このままじゃやけどしそうだ。思わず身もだえるが、村雨ちゃんの力は思ったより強く、決して離さない。熱は苦痛に変わり、体全体に広がって、まるで全身がやけどでもしたかのような感覚が襲う。特に右腕がひどい。骨が熱した鉄の棒に入れ替わったじゃないかと思えるような激痛。精神注入。この後泥水で口をゆすがないと。なんて高潔な精神。あかん、死ぬ。右腕が。ついに村雨ちゃんの唇が俺から離れた。さあどうなる？友武さんがその場に尻餅をつく。その隙をついてたたり神はレナさんに向かってなんでこんな狙われんの？待て、この突進するたたり神の横合いから思いっきり蹴りをぶちかます。一瞬黒い塊が宙に浮き、勢いよく床に倒れた。だが動揺するような相手でもなければ普通の生き物でもない。横倒れになった体が泥のように広がったかと思えば、今度はせり上がって元の形に戻る。スライムみたいな感じなの。なんつう不気味な起き上がり方。しかしその程度では俺も今更ひるみはしない。起き上がったたたり神が触手を振るう。とっさにそれをかわす。なんか反射速度も今までより速い気がする。というか痛みがあるにもかかわらず驚くほど体が軽い。これならこの畳みかけるように今度は右拳で思いっきり殴りつけた。強いその拳が本当に泥でも殴りつけたかのようにドブンとその体の中に沈む。たたり神が苦しみもだえるようにのたうち回った。もしこれに口があったのなら絶叫していたことだろう。おお、ブン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 と。おとなしくしろ。無理やり押さえ込むように俺は右腕をさらに奥まで押し込む。グイグイっといっちゃえ。まるで断末魔を上げるように大きく震えるたたり神。おー、やった。そしてついに泥の塊が俺の目の前で黒い霧のように飛散していった。はあはあはあ、肩で息をしながら辺りを見回す。部屋の荒れ具合は増したものの泥のような塊はない。部屋の中は静寂が支配している。やったのか？本当に払えたんですね。素手で言ったな。ご主人、すぐに新力を剥がさねば。戻せんの？慌てて飛んできた村雨ちゃんに再び口づけをされる。今度の口づけは流し込まれるものじゃない。むしろ体の熱が吸い出されるような感覚。体中に広がっていたやけどのような感覚が一気に引いていく。だが痛みは引かない。熱が吸い出されるに比例するように痛みはどんどん増している。
唇が離れた瞬間、右腕に鋭い痛みが走る。そちらに目を向けると、俺の右腕は真っ黒だった。まるでたたり紙の泥がまた割りついているように、そして泥が突然動いた。マジで俺の腕を駆け上り、そのまま泥が画面にまとわりつく。うわー！どうしたのだご主人、体が痛むのか？代償がでかすぎる。いや、かなりやばいんじゃないこれ。アリッチさん、しっかりしてください。アリッチさん、朝帯、衛生兵はどこですか？言うとる場合か。3人の声に返事すらできないまま、俺の意識は泥の闇に引きずり込まれた。洗練版か。あら、翌日ですか。よし、じゃあ、イベントグラフィックも手に入れたので、ここら辺で終わりにしましょうか。今日12時に終わらせるつもりだったのに、全然終わんなかったな。というわけで、2時でございます。皆さんお付き合いくださいましてありがとうございました。もしご覧の皆様、高評価ボタンまだポチッと押されてない方、ぜひ押しておいていただけると嬉しいです。あと、チャンネル登録まだの方、あとアーカイブご覧の方ですね。チャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。では、明日ですね、明日定例配信10時半からまたありますので、これの続きやっていきます。よかったらそちらもご覧いただければ幸いです。よろしくお願いします。はい、というわけでエンディング画面に移ります。はい、というわけでお疲れ様でした。たけるさんお疲れ様でした。ありがとうございます。おつなすでございます。ふんぞいさんおつお疲れ様でした。ありがとうございます。おつなすでございました。まさふみさんお疲れ様でした。ありがとうございます。おつなすです。皆さん遅い時間まで本当にありがとうございました。また明日、先ほども言いましたが明日ですね、12月24日です。もう今日ですね。今日の10時30分から続きやりますので、よかったらもう一応12時目標に終わらせるつもりではありますので、お付き合いくだされば幸いです。スラックさんもお疲れ様です。ありがとうございました。おつなすでございました。それでは、皆さん今夜も縁起の良い夢が見られますように。おやすみなさい。遅くまでありがとうございました。おやすみ。